な朝だどい。めちゃめちゃ朝早かったわ。めちゃめちゃ。皆様おはようございます。あ、待って。今日はお団子取ろう。今日は、じゃあお団子取りたかったのに。お団子を取って。はい。おはようございます。おはようございます。アンドですよ。ちょっと BGM 明るい、朝っぽい感じのにしよう。眠くなっちゃうから、ゆったりしてるのだと。ちょっと、どれが激しいんだかわからん。はい。これでいこう。一旦。ちょっと BGM うるさかったら、教えてください。あと、50人とおはようを、今日は頑張るぜ。このおはようカウンターちょっとまだ使ったことがなくて、わからないんだが、いけるんだろうか？あ、どう？あ、いけてるね。オッケーオッケーオッケー。よし。これでポチポチ押していけば良さそう。いけそう。オッケーオッケーオッケー。おはようございます、皆さん。今日はおはようをたくさんみんなと言おうという日。ちょっと待ってね。なんか、あれやな。ぶっちぎれてんな。切れちゃってんな。手が。よし、これでいいか。これで、よし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 、おはよう。おはようございます。あとあれだ。ツイッターの宣伝もしとかないと。BGM なんかでかすぎとかあったらちょっと教えてほしいんだが。自分の耳に聞こえるのはめっちゃでかいので下げる。よし。オッケーオッケーオッケー。完璧。今日も早起きですよ。素晴らしくない？もう絶対起きれないなって思ったけど、昨日レベゼロの配信終わって打ち合わせ終わったのが1時ぐらいだったのかな。その後にちょっとなんやかんややりつつ寝たの3時とかで、もうこれは寝坊ですねって、寝坊確定だ、もう起きれないと思ったけど、何気に起きれた。すごい自分のちょっと早起き力が上がっている。これだね。これ。おはよう。おはよう。おはよう。はじめました。今日は日曜日ですよ、皆さん。どこ行くんですか？今日フィーナはね、ちょっと本当に睡眠時間が足りなそうだったら昼までは寝てようかなと思っておる。まずこの配信何時に終われるのかがちょっと不明だけども、早めに50人達成したらその時間から睡眠タイムが始まります。で、もし昼までこれをやることになったら寝ずにそのままちょっと遊びに行くかな。あと夜はね、実家に大河ドラマ見に帰らないといけないから大河ドラママストな毎週やらなければならないことリストの一つ。お掃除の日と大河ドラマの日はね、もう確定なんよ。それで今日大河ドラマやらない人がどうしよう。やるよね。たまにね、選挙とかでね、あれ今日大河ドラマやらないんだっていう日があるんよね。唐突に。なんかみんな高評価だけ増えてってるけど、大丈夫そう？みんな見てくれてないの？
見てないで高評価押してくれてるの？ありがてえな。いつもありがとう。見ないで押してくれてる。多分ミーアミーゴたちなんだろうな。多分ちょっとね、6時早く始めちゃったかなとは思ったんよね。なのでミーアミーゴたちが来そうな7時、8時、9時あたりまでは、ちょっと一人で、ベラ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 と喋っていようかな。あ、ミーアミーゴが来た時、翻訳できるように翻訳機を先に用意しておこう。今日普通にデュオリンゴやろうかなって思ってたんだけど、なんかね、なんかあんまり一気にダダダダダってやってもちょっと記憶にあんまり良くないので、ベストなタイミングは3日後とかなんだよな。初めてやった勉強の復習としては、個人的になので3日後ぐらいを目安にやりたいなと思ってて、ちょうど火曜日がね、今週ちょっとお休みなんで、火曜日に朝活もう一回しようかなって考えておる。デュオリンゴの朝活もいいんだけどさ、最近ね、あれまたやりたいなと思ってんだよ。リングフィット。リングフィットでもいいし、あっちでもいい。ボクシングの方。なんちゃらボクシングの方でもいい。なんか初音ミクとできる、なんだ、フィットボクシング？リングフィットボクシング合ってる？そうができてるらしくて、ちょっと気になる。ミクと一緒にできるミクの曲が使えるらしいんだよね。いいよね、それ。ミクの曲が使えるの。なんか知らない曲よりは乗れるのかなとか思ったり思わなかったり。で一番いいのは K-POP とか使えたら最高なんだけどな。意外とあんまり乗れなかったりするのかな、早すぎて。ボクシングのタイミングがこうわー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 ってなっちゃいそう。そんなにね、フィーナレベルが高くないので30分1回で普通に次の日筋肉痛になるぐらいには筋肉丸れないので、ちょっとゆっくりリングフィットかフィットボクシングのどっちかをやりたいなと思っているところ。思っているだけ。まだ確定ではないのでちょっとあんまり期待しないで。あともしやるとしても朝から発狂することになるんで。今日のストリームの状態大丈夫そうかな。昨日ね、レイさんとゲームをしようということでちょっと設定を変えてたんですよね。Wi-Fi の方の設定を変えてたので、もしちょっと遅延とかめっちゃ多いぞ多いってなってたらごめんすぎ。ちょっと今日はこの状態でいきます。この状態であ、みんなおはよう。みんなおはよう。ブエノスディアース。ブエノスディアース。50人。50ってなんていうの？まあでも数値は一緒だよね。アラビア数字みんな使うよね。おはようカウンター。ちなみにこれさ、文字の色見にくくない？この色に真っ白って見える？黒にしよっかな。これ。000。これどう？これで。これタイトルも変えとこう。タイトル。このシンプルタイトルメモのこいつら気に入ってるんだよな。これブースで購入させていただいたんですけど、めちゃめちゃ気に入ってる。この上と下のこいつらめちゃめちゃ良くない？使いやすい。ちなみにこのカウンターもみんなおはよう言ってくれたらこのカウンターが上がるんだで。こうやって1。ちなみに10人一気に来たら10もいけるし100もいける。10を5回押せば50人とおはようできるからな。50人とおはようできるかな。ブエノスディアスって言ってってどうやって書けばいいのかがわからんくて
書けなかったけどまあみんなが来るまでデュオリンゴやってもいいよな、裏で。別にみんなが来るまでは自由時間。復習のデュオリンゴちゃんをちょっとやろうかな、じゃあ一人で。一応ね、毎日継続っていうやつがあるんで、継続なるべくさせたいよな。なるべく。昨日やったやつ、でも喋るのあるとちょっとしんどいか。喋るのあるとしんどいな。ちょっと突然スペイン語喋り出したら、こいつ裏でデュオリンゴやってんなって思ってほしい突然デュオリンゴ喋り始めちゃうかもしれない。でも Google の音声はつけてないんで多分大丈夫。うるさ最初から分かんなくてちょっとびっくりした。ちょっと単語量がまだないからな今日もお天気らしいですよ、皆さん。今日もお天気。東京は昨日今日と快晴。でもちょっと風強かったな昨日。今日の天気。今日の天気は今20度ぐらい。嘘ついたわ。23度。もう暑くない？今23度はちょっと暑いな。それ嘘か。これ嘘だな。今日の最高気温だな、これ完全に。今日23度まで上がり、夜19度ぐらいまでは下がるらしい。20時時点で。8時だね、8時。最低17度だって。全然あったかい。17度と23度だったら長袖1本でいい感じ。今のフィーナの格好でめちゃめちゃちょうどいい気がする。このタイプでいけば。もしかしたら日向はちょっと暑いかもしれないけど、ほぼしのげるでしょう。でも10時から曇りだって。見るのes muy temprano dormir ね、早起きだね、眠くないのって言ってくれてる。オラ、日本はまだ早くないですか？めっちゃ早い。オラ、ブエノスディアス。めちゃめちゃ早起き今日。素晴らしいよ。でもね、意外と起きた時スッて起きれて、これはいけると思ってね、普通に準備してた。このおはようカウンターとか準備しなきゃいけなかったから。おはよう、昨日ぶり、カマレオン。おはよう。おはようって言ってくれるとカウンターが動くので、おはようって言って。ブエノスディアスか、オラって言ってくれたら、カウンターが動くから、この下の。下だと分かりづらい？もっとでかくするか。ちょっと、こいつ、カウンターがいるんだよって。日本語じゃなくてもいいんだよ。日本語じゃなくても。オラでも。問題ナッシング。もうちょっと下にしたいんだよな。フィーナの頭上にかぶりまくってるけど、ちょっとこのカウンター、ありがとう。おはよう。おはよう。カマレオンは今日何してきてたの？今日何したの？今日何してたのって聞く単語を今日何してたの？今日はおいけ今日何今日何になっちゃう。けはすちょおい。これで通じてる？今日は何をした？けはすけ、これ明日か。け明日ちょおい。いとバーアニメ。バージョンアニメ。アニメ見てるの？アニメ見る？まさか。
なんかそういうアニメを見る。 Me too! タンビエングラシアス。今日はアニメ見に家に帰らないといけないんだよ。それもある。大河ドラマっていうね、日本の歴史ドラマを見に帰るのと、溜まってる実家のテレビに溜まっているアニメをちょっと消去しに行かないといけない。一緒だ。タンビエン。今日のねお昼からのお出かけはね決まってなくてですね、なんなら連絡が返ってこないんで、もしかしたらなくなるかもしれない。そしたら実家に早めに帰って実家で寝ようと思って実家で寝ます。実家で寝るか家で寝るかどっちかだね。どちらにせよ寝るね。でもお外で遊べるならせっかくお天気だからね。あ、でも違うわ。お昼から曇りなんだ今日。おー、何のアニメ見てんの？カバレオンは。ワットアニメ、K アニメ何のアニメってどうやって言うの？でも K が何でしょ？ K アニメベルグラシアスポルベニールアベルメ。ベニールが見る。ああ、怪獣8号。あ、それ知ってるよ。見てないけどアマプラにあるなって。てか今期はねアニメほとんど見てなくてですね、見れてないっていうのが正しいんだけど、まずチェックすらできてないんだよね。それおすすめされたんだよね、他に友達に。怪獣8号見てほしいって。怪獣8号楽しいんだ。怪獣8号アニメ。てか怪獣8号のアニメそっちでもうやってんの？やばくない？早くない？オーラーメガビット、おはよう、ブエノスディアス。昨日の夜ぶりメガビット来てくれたからな。昨日の夜ぶり。ほらー、カウンター上げなきゃ。2になりました。ちょっとこっちあっちだ。干渉しちゃうな。あれとコメントと。もうちょっとやっぱりちっちゃくしてこの辺に置いときましょう。エスタブエノでなんちゃらかんちゃらなんだペロメでデジデヘロンで誰だわからねえ。検索しよう。翻訳機にかけます。今のところいい感じだけど後でもっと遅くなるって言われた。今のところはいい感じってか、そういう感じなのね。ちょっとあれ調べよう。エピソードどういう内容なのかも全然知らないんだよね。まずヒーロー過去怪獣襲来なんだ。怪獣のヒーローなの？イントロダクション。日常的に怪獣が人々を脅かす世界。怪獣を討伐する日本防衛隊へ入隊を志していた日々のカフカはいつしかその夢を諦め、怪獣専門清掃業で働いていた。ほう。2人で怪獣を全滅させよう。かつてそう誓い合った幼馴染の第三部隊隊長、何これ、アシロミナの活躍と防衛隊を目指す後輩市川レノとの出会いをきっかけに再び夢を言い始めるカフカ。カフカって名前がもうちょっと不穏なんだよなしかしその矢先、謎の小型怪獣によって巨大な力を持つ怪獣に変身してしまう怪獣8号と名付けられ、謎の小型怪獣によって強大な力を持つ怪獣に変身してしまう唐突すぎん？まあそういうなんかやられちゃったのね、怪獣によって追われる存在となったカフカはそれでも
防衛隊員への夢を諦めず怪獣災害に立ち向かうのだった。でも普通に楽しそうだな、これは。これ好きな感じのストーリーだ。この殺伐とした世界観いいよね。オラ見る、ルイス、オラルイスエンドウの方ね。エンドウ、オラ見る、オラブエノスディアス。エスコモ、進撃の巨人、ペロ、メノス、トゥルビオ、最後が読めなかった。ちょっと怪獣8号見るやつに追加しとくわ。今ね、アマプラでね、ちょっと追って見てるのが、おじいちゃんおばあちゃん若返るみたいなやつ。あれね、漫画で見てて知ってて、それでちょっと気になって見てた。1話と2話の半分までだね。影は薄い。進撃の巨人も今やってんの？進撃の巨人。進撃の巨人今期やってるんや。それ知らんかったな。あ、でもあれか、みんなのところで再放送みたいな感じでやってるのかな。ブエンディアミルさん、ハンスオラ、ブエノスディアス、ブエンディア、グッドデイ。ありがとう。みんなのおかげで4まで増えたよ。続々とみんながおはようと言ってくれております。おはようございます。みんな今日何してたの？今日何してた？忘れちまったぞ。今日何してた？なんちゃら多い。もうそこしか覚えてない。今日何してた？みんなはね、今一日終えたとこだから。明日おい。おはよう。ドゥンドゥクドゥンドゥンドゥン。ハンスおはよう。アブランデロスアニメスヌエボス。おー、新しいアニメの話をしてるねって。そう、今アニメの話してた、ちょうど。そう。みんななんかアニメ見てる？今期。フィーナは何も見てないんだけどフィーナ何も見れてないんだけど、ちょっとおすすめしといてほしいね。アマプラで見れたら見に行きます。見る、キエレ、サバルケ、エモス、エチョ、オイ、エンロケ、レ、バ、モス、デルディア。今日のご予定はみたいな感じ？もしかして今日の見るのご予定は？あ、そう。違うわ。私たちが何をしたがって知りたがってる。See カマレオング。その通り。今日みんなが何をするのか知りたがっている。でもみんなはもう一日終えて帰ってきたところでしょ今から。ちょっと今何してたのって聞いてた。エスウンブレベレースメンデロケディジョ違うわ、ディホか。J が H 発音だからな。彼の簡単な要約である。グラシアス Thank you 大変ありがとう日本語がわからない民のためにありがとう。そう紹介されたけどまだ見てなくて、今あらすじ調べてた。好きそうな内容なのでちょっとアマプラのウィッシュリストっていうか見たいものリストみたいなやつの中に入れておくわ。Hoy es buen día. Salí a buscar un chaqueta de buena para mí. 今日やったことを教えてくれてるぞ。
ブエナース。カヒタさん、ブエナース。ブエノスディアース。オラー。カヒタさんで5人目です。順調です、順調。30分で5人だったら、当倍していくと、あと10倍かかるね。300分。6時間かかるわ。しんど。それはちょっと無理だな。おい。今日はいい日。新しいジャケットを探しに出かけた。おーいいね、遠藤。買ったの？ジャケット。ジャケット。チャケーター。買った。買う。買う。はあ。買うがわからんわ。買う。やったと思うんだけどな。ジャケット買ったの？買ったの？買ってな。コンプラステunaチャケータ？チャケータ買いました？コンプラールだ。コンプラール。コンプラールで買うや。きっと。あ、なんかめちゃめちゃようやくマシーンになってくれてる気がする。頑張れよ。申し訳ねえな。日本語得意じゃないけどアニメは字幕なしで見ることができる。すごっ。それ強ない？めちゃめちゃすごい。もう日本語わかる人じゃん。まあ分かってくれてるもんな。今普通に日本語で喋って。ジャケットは買えましたか？そう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 。これなんて読むの？だからレガステスってやつ。レガステスコンプラルラチャケタ？コンプラルラチャケタここだけで伝わりそう。一応。ルイスエンドに。お水飲もう。Sí, encontré muchas。めっちゃ買ったの？もしかして。めっちゃ買った？muy bonita。めちゃめちゃ可愛いジャケットを買ったのではないだろうか。とても素敵な黒革のものを買いました。かっこいいな。黒革？今、待って。そもそも遠藤はどこ出身？遠藤どこ出身？どこの国？どんでどこの国？どこ住みですか？どこの国？どこの国に住んでますか？どんでビベどんでビベちょっともう翻訳機が機能しない。なんかフィーナの知ってる単語にならないから。上ソイでパナマ運河のパナマ、すご。先端のなんていうんだ、運河を仕切ってるところや。パナマ。オハミルロナルドおはよう。ブエナスディアース。ロナルドで5人、違うわ、6人目だ、6人目です。Es muy temprano。めちゃめちゃ早起きじゃんって。めちゃめちゃ早起きです、本日。ちょっと50人耐久しようと。そう、どこの国から来たのか知りたいです。どんで。どんでじゃない？どんでなんちゃらみたいな。どこ出身ですか？ビボセルカ。近くに住んでるもしかして。うわーい、近くに住んでた。Sí, donde está el canal de Panama。パナマの近くに住んでんだ、やっぱ。いいね。パナマ運河。パナマ運河ってあそこじゃないの？南アメリカ大陸のと中央アメリカのこう境
なんて言えばいいのかわからんかった。境目。境目にあるやつ。No tienes sueño。sueñoってなんだろう。眠くないの？眠くない。なんと睡眠時間3時間ぐらい。2時間ちょっと。2時間ちょっと寝ました。今日目覚めが良かったんで。後で多分ちょっと疲労がたたるから、後で寝る予定だけどね。怪獣が騒いでいる。話したり書いたりするのは別の話。日本語はほとんど理解できる。やっぱ聞く、すごいよね。でも日本人の場合はさ、外国語って書くのと読むのはいけるけど、喋ったり聞いたりはできないっていう人が多分圧倒的に多いんだよね。そう、日本の教育の仕方のせいで。フィーナも結構そのタイプなんだけど、なんか聞くことができるのね。でもやっぱアニメ見てるからか、いっぱい見る。いやでさゆの寝てないのみたいな。待って、カマレオン日本語の勉強ほとんど努力してないのやばいってでしょ。外国の勉強努力してないのにそんなできるのマジ天才すぎ。ゲニアルよ、ゲニアル。朝食を食べたのかだ。こデサユノさん、そうだ、朝食やわ。朝食食べてません。朝食何食べよっか。なんもないよ家に。終わったら配信終わったらなんか食べ行こっかな。じゃあどうせ昼から出るし、それか眠すぎたら寝るけど。フェリペおはようございます。おはよう。フェリペで7人目のおはようカウンターです。グラシアスブエノスディアスオラー全部言っておく。グッドモーニングも言っとくか。グッドモーニング。2022年2012年からアニメ見てんの？それはできるようになるわ。もう10年以上見てるじゃん、それだったら。すごすぎ。2012年ってフィーナと同じぐらいよ、見始めてるの。フィーナも本格的にアニメ見始めたの2012年とかその辺。2012年がさ、あれじゃない、ソードアートオンラインとか始まってない？確か。違ったかな。ソードアートオンラインあたりからね、自分も見始めてるから、結構その2012年の記憶強いんだよね。ほら2012年やん、やっぱ SAO マザーズデイ C だから今日はね、昼からマミのマザーズデイ買い物に行くのかなって思ってんだけど、なんかマミから連絡来ないの。買い物行くのって、何買うか決めたって聞いてさ、もう言ってんだけど、LINE、日本では LINE っていう SNS が普及しておりまして、その LINE でママとか母とかいつもありがとうと、あとマザーも反応した。これ系の単語を打つと母の日背景みたいなのがこうポップアップで出るのね、勝手に後ろで。そうするとマミが毎回反応したよ、すごいね LINE みたいなのをやって、他に何に反応するのかっていうのを試し始めるから、一向に母の日の話が進まないの。驚きでしょマジで。1週間ぐらい前からずっと話してて、1週間前は日曜日ちょっと時間あるからお買い物行けるねって話してたんだけど、直前でお店が美容室のさ予約が入っちゃうといけなくなるから、結局入ったのって一昨日ぐらいから聞いてるんだけど一切返事ない。その後のなんかその LINE の背景についてのコメントばっか。当時はデスノートと鋼の錬金術師の方に興味があった。デスノート懐かしいな。
デスノートでもフィーナアニメ見てないかも。ドラマの方で見てたかな、もしかしたら。2023から2023末からだったらもうめっちゃ最近じゃん。もうつい半年前からとかじゃない？フェリペは何のアニメを見始めたの？何の系アニメ？ベニールあなたのお母さんなんて優しい。そう、優しいよ。優しいし面白いよ。やばいよ。たまに配信してるとリンゴとか持ってくるから食べれとかって言ってこれ食べれって入ってくんの配信中やぞってめっちゃ思うけど、まあ一応バレてないからね今まで。私の国では母の日は12月20日である。そうなんだ。それ12月20日のなんか理由とかってあるの？母の日。エルデージョーマー初見です。こんにちは、こんばんは、おはようございますだろうどう考えても日本人だったらおはようなんだよ。おはようございます。おはようございまする。はるま、お名前なんて読みます？白王さん？それとも訓読みの方かな。おはこんばんはです。おはようございます。ありがとうございます。はるまさんで8人目や。やったー。なんかカマレオンめっちゃロールしてる。何めっちゃウケてる。読まず何これ、やしゃ読まず何 What is 読まず。白老です。春宮全然違った。全然違った。ごめんなさい。すいません。もう春しか合ってないわ。春と白の部分しか合ってない。春闇さんって読むんですか？これ闇か。もうめちゃめちゃ潰れてるからマかと思ってた。すいません。春闇さんでした。ありがとうございます。いいおはようカウンターを8人まで上げていただきました。春闇さんで。ナルトからアニメを見始めました。ナルトか。2006年ってめちゃめちゃ長いじゃん。もう最古さんよ。アニメ見てるぜこの中では。遠藤すごいな。2006年はもう猛者ガチオタク、もうすでに。そう、古参というワードがなんかこうアニメを見ている歴ではなくて、その例えばフィーナの古参って言ったらフィーナが活動を始めた初期に好きだった人のことしか指さないみたいなさ話になって、いや別に長く推してたら古参って言っていいと思うんだよね、フィーナ的には。まあもう2年推してくれてたら古参じゃないか。ナルトが始まった時期知らないけど、ナルト2006年から見てましたは古参じゃん完全に古参よ。大丈夫なのです。ありがとうございます。暁のヨナ。暁のヨナ懐かしいな。めっちゃ流行ってたわ。友達めっちゃ見てた。とにかく可愛い。とにかく可愛いってアニメじゃない？なんかそういう名前のアニメなかった？それともヨナがとにかく可愛いってこととにかく可愛いってあるよね。とにかく可愛い。とにかく可愛いってどういうアニメ？全然なんかね、名前は聞いたことあるけど知らないや。このアニメとにかく可愛いっていう題名なんだ。なんか突然告白されるやつじゃない？突然結婚しようぜみたいな。違ったっけ？なんかそんな感じだった気がする。唐突に結婚してくださいみたいな違ったスイ合ってたか。そう、こ
これまだ見たことないな。まだちょっと触れてないですね。ちなみに暁のようなに関しても触れたことない。暁のようななんかね、フィーナの友達の周りではラノベ小説の方をね読んでる人が多くて、なんかおすすめされたんだけど、何せ暁のようなってめちゃめちゃ長くない？長いのね苦手なんですよ。もうね、進撃の巨人しかり、唯一長くてちゃんと見れてるの配給とヒロアカぐらい。最近だったらマジで。第何期まであるの？暁のよなさんは。まず王女なの？暁のよな。もう全然知らなかった。ちょっとこれ読み出したらめっちゃ好きなやつな気がする。これ漫画作品か。あれラノベでなかった完全に友達が紹介してたの。これ勘違いしてるくさいな。フィーナは。アニメボニート。かわいいアニメです。エストイレヨンド出る漫画。これは漫画ですよって教えてくれてた。暁のような漫画しかないけどみたいな。お前何の話してんのって漫画しかないかもしれないこれ小説があるとかちょっと嘘をほざいたかもしれん。すいません。めちゃめちゃ嘘ほざきました。気のせいです完全に気のせいです。漫画か暁のようなって読みたくなってくるじゃん。やばいわこれ見たくなっちゃう。漫画の方がね正直好きなんだ。アニメ好きなんだけど漫画だとより手軽に見れるからより好き。漫画ね嫌いっていう人がね一定数フィーナの周りにはいて、とても残念とても残念。なんか読む順番が難しいっていうのと脳内再生が難しいってよく言われる。漫画嫌い勢には悲しいよ。シーグということでね、みんなアニメを見てるよと。なんか何するのって話からアニメの話しか全然してないわね。全然話流れぶった切って今日は僕はここに行きますとか言っていただいていいぜみんな。じゃあアニメの話わかんないなってなったら今日はここに行くよって言ってくれればその話になりますから大丈夫よ。でもいいテンポでみんなとおはようできてるぞ。暁のようなもん見たいものリストのところにちょっと入れとくね。アニメじゃなくてちょっと漫画で挑戦しますわ。こういう系のは漫画の方がちょっと手出しやすいから。Hace mucho tiempo vi una セリア100円ショップ全然違うな。グッってやってるもん。グッって最後に天国への階段というアジアシリーズを見たことがある。何天国への階段って。オラは死んじまっただーのやつ何そうでもアニメって言ってないってことは天国への階段アニメ楽曲出てきちゃったんだけど天国への階段って名前じゃないのかな。もしかしてこの翻訳の関係で日本のアニメにあるのドラマもしかしてドラマだ。ドラマ韓国ドラマだね。天国への階段違う天国の階段だわ。勝手に天国に行っちゃってるけど天国の階段待って日本にもあるっぽい。日本にもあるの複雑だな。韓国の方が有名らしいよ。韓国でいいよ別に。韓国ドラマ普通に好き。普通に面白いよね。現代のでも昔のでも。もう韓国と中国ドラマはね昔のやつがねぶっ飛んでて好きなんだよねあんまり日本語翻訳してくれないんだけどな中国のドラマは。それが残念。
韓国で有名な建築家ハン教授の娘、これそういうやつ、そう建築家の娘出てくる感じのやつ。違ったらこれじゃないわ。違ったらこれじゃない。残念ながら天国への階段は多分見ないわドラマ苦手なんだよ。ドラマ苦手なんです。昔はね見れてたんだけど、最近はドラマね、大河以外はちょっと見れないですね。何が見れないかってね、まず1時間耐えられないんだよね。1時間と CM に耐えられない、ドラマに関しては。C クレオエスドラマですよって。天国の階段はドラマでした。じゃあ合ってるんかもしれん。調べたやつで合ってる。多分ドラマだと思います。見つけました。天国の階段グ。だんだんね時差で眠くなってくる。だから配信してるとパソコンがねうなってて熱くなってくんだよね、どんどん。その関係でめちゃめちゃ眠くなってくるんかも。じゃあ今日フィーナはもしマザーズデーの買い物がなかったら、お昼に実家に帰ってちょっとアマプラで見れるやついっぱい見るわ。とりあえず怪獣8号と暁のようなはあるのかな、そもそもアマプラに。意外と最近アマプラなんかアニメ力入れてるらしいって聞いたから、もしかしたら見れるかもね。そう、ちなみにナルトもね見たことないんですよ。有名どころを通らない逆張り勢なのでワンピース見たことない、ナルト見たことない、ジョジョ見たことない、ハンターハンター見たことないもうアニメ好きとは言えないってぐらいね、有名どころを見たことがないんですよ。見たことないし見る気もしないの。そいつらの何がね嫌だってね、長い。もうこれに全て帰結する。長すぎる。一気見するにも体力が必要だし、分けて見るには絶対飽きる。無理。その理由でやめたアニメいっぱいあるもん、マジで。進撃の巨人とブリーチと、あと何だったかな、他にもいっぱいあったんだけど、もうちょっと見なくなったアニメのことは覚えてないから正直。シーベースナルトのベアスボルト、あれね、息子のやつね、ナルトの。ボルトやってるよね。ナルトを見れないボルトは見れない。そうなのそう、どっちかしか見れないみたいな、そんな相反する作品なの。ハンターハンターは最注目、最も注目すべき作品。そこまで。なんかハンターハンターのなんだっけな、なんか虫の王みたいなのが倒されるシーンめっちゃいいですよっておすすめされたマニアックすぎるだろ、そこのシーンだけおすすめされても。若い頃の王子はキャプテン翼を好んで見てました。キャプテン翼ね、フィーナも今見てるよキャプテン翼リメイクされて今ちょうどやってるんですよ。だからキャプテン翼見てる。マミーと一緒に。あれね、脳死で見るのにすごいいいんだよね。なんだろう、作画とかも全然変なんだけど、変だし、そんな体勢にならんやろみたいなのとかも全然あるけど、もう何も考えず流しておくアニメみたいなとりあえず翼が早くマネージャーと付き合うところを見守りたいと思います。たとえ本人が認めなくても、この漫画家は男性に惹かれているような気がする。そういう作品なのマジジョジョに関しては1話も見たことがないからね、ちょっと判断もしかねよう。
しかねてしまう。漫画とかも見たことない。割とジョジョ好きな人多いよね、一定数。ジョジョはもうここまで来たら見ないよ。ここまで来たらワンチャンヒロアカもそれになりそうだったんだけど、ヒロアカなんか1期見て2期だかどっかだかをこう見るの忘れてて、いつの間にか始まってたって感じだったんだよね。それでもういいわヒロアカと思ったんだけど想像以上に3期ぐらいの時、3期4期ぐらいでヒロアカバチバチに人気出てきちゃって、なんかすごいぞってなって、友達に映画行こうって言われたから、ちょっと見直すわってちょうど再放送やってるあれがあるから見直すわってなった。それでヒロアカはね追いついたんだけど、あれも危ない作品だったね。1年休みがあったらワンピースを見て1年あってもワンピース見終わんなくない？ 1 年休みやって映画まで全部ってなってもう無理。ブリーチはシリーズが終わるまで待った方がいい。そうだよね。そう、ブリーチがねいっちゃん最初に諦めたアニメだと思う。多分ね。ちょっと記憶の中ではブリーチ最初本当に好きだったんだけど、めっちゃかっこいいと思って結構何期か分かんないけどだいぶ見てたんだよ。ずっと見てたんだけど、もうなんかだんだん話が分からなくなっちゃって諦めたね。あと受験を挟んだってのもでかい。ちょっとねそういうの挟んじゃうと、ライフイベント挟んじゃうとちょっと記憶が保持できない記憶保持できないですね。難しい。ブリーチはじゃあブリーチって今まだやってる？もう追っかけてすらないから、ブリーチがもう終わったのかどうかもわかんないんだよね。ナルトは全部見たけど、ボルトはアニメダメ？漫画はいい感じ？このまま続いてほしい。ボルトどうしたの？そんななんか酷評なの知らないんだけど、そうなんだ。なんか今の子はもうそれで育ってんじゃないの？アニメ。ボルトのアニメはいつ完結しますかとかって言われてますけど、完結じゃなくて、まずどういう話なんですかっていう。ネクストジェネレーションズナルトネクストジェネレーションズっていう副題みたいなのがくっついちゃってるんだ。ちょっと嫌だねそれ。でも漫画の方はいいってことは別に内容自体はいいんでしょ？作画が良くないとか？アニメのなんで漫画はいいのにアニメはダメなんや。それか脚本修正がされてるとかだったら最悪だけど。プロローグで木の葉の隠れ里壊滅してる？そうなんだそうなんだ。ナルトほんと初期の方数話だけ見たことあるな。でも1話とかじゃなくて本当になんか5話と8話みたいなそういうわけわかんない飛び方してたから、真面目に見たことないんだよな、ナルトに関しては。なんか夕方の子供のちびまる子とかと同じような時間帯の平日に確かナルトってやってて、平日だとねチラッとテレビをつけるタイミングがあるというか、ニュース番組の前ねやってたから、ちょっと見てた時もあったんだよな。みるちゃんオーラーサムエル、サムさんおはー、サムさんで9人目です。オラ9人目、おはよう9人目、グラシアストビアエスタンアニマンドちょっとわからんな、スペイン語。最後のシーズンを応援しています。最終シーズン入ってるんだ。じゃあ多分ブリーチの話じゃない？それ OKOK。 じゃあそれ終わったらだね。それ終わったら見るわ。それ終わったらブリーチ見よう。
ビチは普通にね最初めちゃめちゃ好きだったからね、どうなったのかずっと気になってて、ネタバレだけ読んでも全然ね大丈夫な派だから、いつかネタバレだけ読もうと思ってたちなみに進撃の巨人はネタバレ読んで満足して、へーってなったよ。そう、全然ネタバレ OK なタイプなので、教えてくれればそれでちょっと見たい欲を満足させられてしまう体なんだな、残念ながら。ちょっとアニメでガチガチ好きでネタバレ絶対嫌みたいな感じじゃない。なんならネタバレを知った上で見ても全然いけるそう、1時間アニメの話してたわ。1時間アニメの話。サムさんは今日どこに行くんですか？今日何するの？サムさん。何してたのか。もう一日終わるだろうから。今日何するんでございます？しばらくアニメを見ていなかった。最近のアニメは詳しくない。一緒。今期のアニメはマジで知らないから。唯一見たアニメがだからおじいちゃんおばあちゃん若返るだから。しかもあれはそのもともと内容を知った上で見てるからね。知ってたし YouTube でそのおじいちゃんおばあちゃん若返るに声がついた状態になったのも見て、でなんかアマプラでなんかアニメ見ようってちょっと思った瞬間に目に入ったので流してたっていう、それだけだからもうほぼ知らないのよな、今回のアニメ。今期のアニメはこの状態で脱アニメしてしまうかもしれない。このまま脱オタク。でも脱オタク、まあね、でもまあちょっとアニメがアイデンティティだったところがあるから、ちょっとねやめるのもなんかちょっと心苦しいんだよな。最近見たのはグリザリアの怪獣。知らないな、初めて聞いたわ。グリザリア何？日本のアニメちゃんとグリザリアの怪獣だらけだな。さっき怪獣の話してたし。グリザリの怪獣。おはよう、ゆうさんおはようございます。あ、ゆうさんでなんと10人目達成。ありがとう。お、この調子だと5時間に減りましたよ。倍速です、倍速。素晴らしい。果実？怪獣じゃなくて果実？それ全然違うで。グリザリアの果実。公式サイトあった。グリザリアの果実。このタイプね。このタイプの絵柄ね。一昔前の。しかももうホームページすら一昔前のままだな。最近見たのってこれ最近のアニメじゃないけどな。びっくりしたわ。めちゃめちゃ古いやんけ。どんな内容なんでしょうか。ガーフィールドとその仲間たち、トーマスとその仲間たちなど。トーマスは最近フィンナも見ました。実はトーマスさ、顔変わりすぎじゃない？もうどれがトーマスかわからんかったよ、一瞬。本当に。これはビデオゲームに基づいてます。ちょっとエッチですよ。ちょっと朝から R18 出さないでもろって、マジで。グリザリアの果実。私立。これ、美浜学園？これ何これ？一見すると普通の学園だが、そこには訳ありの5人の生徒しか存在してない。訳ありすぎるだろう。普通の学園じゃねえよ、5人しか生徒いないのは。その場所に新たな6人目の学生、風見雄二が転入することになった。個性というにはあまりにも異質な学生たちと、彼女らに劣らぬほど悪の強い自我を持った。逆に気になるな。悪の強い自我。逆に気になる。
互いに触れ合ううちに理解を含め少しずつ干渉し合うことでそれぞれの命提供言い方ね。少しずつ干渉し合うって何？そのなんかデバッグ作業みたいな。過去にとらわれた彼女たちの物語が今動き出す。いやもう一番闇深いのは悪の強い自我でしょ。もうやばいよこれ。逆に気になるって。キャラクターだけ見るか。風見裕二はどんな顔なの？もうなんかこの世界が間違ってるわみたいな顔してるわ。海外からの招待学生としてやってきたのザ日本人みたいな顔してんのに。桜井さんじゃん。渋い。気になる。 R18 アニメではない。メロアニメは見ないよと。別に見ててもいいけどね。ちょっとグリザリアの果実気になってきちゃったわ。これアマプラにあるかな。なさそうだな。アマプラにはちょっと調べよう。ちょっと気になりすぎる。せめて1話ぐらい見たいちょっと気になっちゃう。みんなグリザリアの果実おすすめだって。おすすめではないのか。ちょっと待って、サムさんそれ面白かったの？グリザリア面白くないのに最近見ただけで言ってきた可能性ない？それめちゃめちゃある気する。グリザリア、グリザリアの果実。見れるグリザリアの果実見れるぞ。ちょっとこれ後で見るに入れとこう。何話あるの？てか完結してなかったらちょっとコメディっぽいです。もう自我が強い時点でコメディだよ。待って、途中から見れないじゃん。途中から見れなくね？ 1 話だけは無料なんだ。じゃあ1話だけ見よう。1話だけ見て、ちょっと他はもう記憶消すわ。気になりそうだけど。はい。グリザリアメスエナケロヘビスト。なんだ？グリザリア知ってるっていう発音じゃない？これはグリザリア見たことある。見たことあるような気がする。ちょっと調べて。グリザリアおすすめかどうかだけ。でも1話しか見れないから面白いよって言われても1話しか見れないわ。そうじゃなかったら D アニメストアに登録しなきゃ。でもね、ちょっと真面目に D アニメストア登録しようか悩んでんだよね。 D アニメストアがやっぱ一番いいじゃん。アニメを見るなら。珍しいエピソード、違うわ、短いエピソードがいくつかありますが、それらは珍しいものです。どういうこと？短い話がいっぱいあるのが珍しいってこと？それとも話の内容が珍しいの？話の内容が珍しいってもう何？もう意味わからんけど、そもそも学園に5人しかいない時点でやべえ学園確定やからな。もうそこから確定してる。めちゃめちゃなんかこの部屋の温度が上がってきた気がする。今日は暑いぞ。今日は暑い。それではグリザリアの果実と怪獣8号と、あと何の話してた？ちょっとでもブリーチはまだシリーズが終わってないから見ないって話してて、そんなもんか。そんなもんだったわ見ないといけないのはそんなもんだったな。ちょっとリポストしとこう。そろそろ日本人も起き始めたやろじゃあフィーナは実家に帰ったらそれらをちょっと見させていただきたいと思います。みんなのおすすめアニメちゃん。今期のおすすめアニメはとりあえず怪獣8号だけということね。怪獣8号でもキャラの見た目がなかったからちょっと心配やな。ちなみに水を頻繁に飲むことを忘れないでください。大丈夫、飲んでるよ。飲んでる。
こうやってだいたい顔がちょっとだけ止まってる時は飲んでるよ、水を。水飲まないとでやってらんないよね。でも昨日の時点から1リットルは飲んでるね。昨日のレベゼロ配信のタイミングから新しく開けた2リットルペットボトルが半分までないから今。これ2リットルだね。今日の夜あれだ。じゃあ買って帰ってこないと。お水また。本当はセブンの水とかよりスーパーの水をさ買いたいんだけど、近くのスーパーが現金オンリーで10時で閉まっちゃうからさ、実家から帰ってくるとき毎回23時とかに帰ってくるんだよ。そうなるとやってないよね、もうスーパーが。でスーパーの方が安いからさ、スーパーがいいんだけども、致し方なくセブンの水を飲んでいる。じゃあ別に水利きができるわけじゃないからね。これどこの水だなとか、この水うまいなとかって思うことも特にないから何の問題もなくセブンの水を飲んでおります最近水しか飲んでない、本当に。つい最近他の飲み物何飲みましたかって言われると酒ってなっちゃう。逆にそういう生活がついにフィーナーにもやってきてしまった。悲しいね。お茶を入れたいんだけど、そもそもポットがないから電気ポット買え、マジ自分。電気ポットと電子レンジとトースターをさっさと買えってずっと思ってんだけど、多分なんだかんだ買わないから本当に必要ないんだろうなってちょっと思いかけてる。でも電子レンジはね、早めに欲しいんだよ。電子レンジは。トースターはまあ最悪まだいいかなっていうのと、電気ポットもまあどうにかなっちゃってるしいいかなみたいな。お湯沸かすんだったら鍋で沸騰させたら最悪いけるからさ、まあいいかなって思っちゃってる。それで今のところね、何も買ってない何がねダメなんだろうね。電子レンジをなぜそんなに買わないのか。レイさんに言ったら発狂されると思う。まだ買ってないの引っ越して1ヶ月も経つのにまだお前は電子レンジの一つもないのかと。家電がね全然ないかも、フィーナのお家。まだ棚とかなんかチェストとかは届いてるけど家電がないですね。今日は何も食べてない、とても気分が悪い。それは食べない方がいいのか、食べてないから気分が悪いのか、どっち？気分悪くて食べれないんだったら食べない方がいいけど、食べてないから気分が悪いんだったら今すぐ食べた方がいい。だいたいね、なんかちょっと体調悪いなとか、もう頭働かんわみたいな、一日が終わってそう思ってる時は食べれば解決するって時もある。何でもいいから口に入れ込む割とそれでね解決することはある。喉が痛いので今お腹いっぱい、食べられません。食べてるんかい。今日何も食べてないって何だったんだよめっちゃ食ってるやんけ。お腹いっぱいなぐらい食べてるの。それはやばい。もう食べるのをやめよう。喉が痛いから食べれないんだったら流動食食えばいいのよ。流動食。おすすめはインゼリーですね。ゼリーとプリン。それ系いいよね、やっぱ。喉が痛いと熱が出てる時にしかゼリー食べないんだけど、そういう時のゼリーすごい美味しく感じる。なんならそういう時にしか食べないから特別感が増してるのかも。プリンとかね、杏仁豆腐はまだ食べるんだよね、普通の時にも。でもゼリーは本当に風邪ひいた時とか、なんか食欲がないっていう時にしか買わなくて。なんでなんだろうね。そもそもゼリーそんなに好きじゃないっていうのはあるかもしれない。
けど、でもその時こう好きなねゼリーがナタデココゼリーなんだけど、ナタデココとなんかフルーツ入ってるやつとかが好きなの。めちゃめちゃ好きなんだけど普段は食べない。不思議不思議です。ナタデココゼリー美味しい。でもナタデココはヨーグルトでも食べることができるので、ゼリーじゃなくていいっていうのが結論なんだよな。ゼリー食べるんだったらヨーグルト食べる。そこだな。そこ。ゼリー食べるならヨーグルト食べちゃうから、多分ゼリーに行き着かない。購入の選択肢の中に。ふむ試してみます。試してみてナタデココゼリーが売ってるかどうかわからんけどな。でも喉痛いならナタデココダメか。ただのゼリーにしましょう。フルーツゼリー。フィーナが好きなのはね、あれブドウとかのゼリー好き。マスカットゼリー美味しい。7時になりました。配信始まって1時間。やっと10人。なかなかおはようを言うのも難しいもんやな。でもね、高評価の数13なのよ。おかしいと思わない？フィーナの配信これあるあるなんだよね。高評価の数とおはようの数が合わない。誰かがね、見ずに押してくれてる。ちょっとミルが配信してるから見に行けないけど、いいねだけ送っとこうみたいな、そういう優しい誰かがいる。それのおかげで高評価の数の方が多くなる。ドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥン。今日のねみんなの予定は分かったよ。みんなが何してきたかは分かったわ。ほとんどこう今日やることっていうよりはやってきたこと。今日アニメ見たよみたいなね。アニメの話しかしてないけどね、正直。でもあれか、ジャケット買ってきたよっていうのを話してたわ。黒革のジャケットかっこよすぎだろ何回聞いても黒革のジャケットを着るのもかっこよすぎでしょ。フィーナはね、革のジャケット系はね、一個も持ってない。革ね、似合わないんだよね。そういう系のスタイルが。ちょっと着られちゃう。まだ。年齢的にそこまで達していない。あと顔の形状とか雰囲気的にちょっと革に合わない系。バッグも革持ってないな。革一個も持ってないかも。革靴も嫌いだし革靴嫌いなんだよな。革靴履いてる人も履くのも嫌い革靴に対してかっこいいって思ったことがないんだよな。ダメ。マルタンおはようございます。おはよう。マルタンおはよう。マルタンで11人に来ました。ありがとう。グラシアス。マルタンは今日何してきましたか？何しますか？どこ行ってきたの？そう今ね、黒革のジャケットを買ってきたよっていうミヤミーゴがね、さっきいたんよ。革が似合わないよって話してた。フィーナは。11わーい。グッ。11人達成。ちなみにフィーナはあまりこの何人と挨拶しようみたいな企画をやらないタイプなので何人来てくれるのかもわからないよな。とりあえず50とか言ったけど、レイさんがね20でいつも毎週金曜日に配信してたから20でいいかなと思ったんだけど、なんか20って微妙じゃん、数値的に。なんかもう正直10か50か100かみたいな気持ち。猫とめっちゃ遊んでました。いいな。猫飼ってんの？お家の猫？それともどこかの猫野良猫？いや全然ね、野良猫でもおかしくないんよ。フ
フィーナの友達で一日中野良猫の写真を撮って遊んでたっていうやつがいて全然ねおかしいことじゃないの。野良猫と一日中遊んでても何があったんだって本当思ったもんね。でもそいつが暇してたとかじゃなくて、そいつそれやってた時うつで大学休学してたような時期なの。で毎日外に出ないといけないっていうタスクを先生に課されてて、病院の。それで外に出たら猫がいたから、今日は一日中夕方まで猫と一緒にいましたっていう写真をなんか見た記憶があるんだよね。すごいよね、信じられない。フィーナはそんなに動物好きじゃないから野良猫とか絶対写真撮んない。怖いもん。鳥も怖いけど犬も猫も怖いもん。もう野生のものはちょっと危険人の猫と犬だったらまだねいいけど、でも犬か猫だったらやっぱり猫派かなってちょっと前に思ったんだわ。そうそう、犬と猫どっちも可愛いけど、遠目で見るなら犬でもいいんだが、近くに来られるってなったらやはり猫かな。やはり猫しか勝たんから、もし何か飼わないといけないってなったら絶対飼わないけど、絶対飼わないんだけど飼わないといけないってなったら猫。消去法で一番近くに来ても拒絶反応が起こらなそう。ちなみに他の動物に関してもう分かんない。一時期ウサギめっちゃ欲しいと思ってた時期あったけど、なんかねちょっとウサギ違うなって思ったんだわ。ウサギ飼ってる人見て。結構でかいしね、なんかもう絶対でかくならないウサギとかならいいかもしれないけどちょっと違うなっていう。であと結構行動が大胆、ウサギ意外と大胆。なんか突然走ってきたりするのね。ハートありがとう、グラシアスコラソン。猫癒されるよ。猫ねいいよね。なんか人の家にいる猫めっちゃいいなって思うようになった。自分家にはいらないけど人の家に行って「あ、今週もこんにちは」って猫ちゃんに言うの日課になってきた。なんか一匹いるんだよね、よく行く家のところに。そいつなんかあんま群れない感じなんだけど、若干フィーナのことを覚えてるのか、なんだこいつって思ってるのか、こうたまに近づいてくるアクションを起こすんだよねそれで「おーおーおーどうしたんや」って言いながら無視おーおーなんだなんだって言うけど、その後特に構ったりせずにお互いこう程よい距離感を保てるっていうのが猫のいいところ。犬はそれちょっと許されなそうだよね。ぐいぐい来そうで、ウサギもちょっと他の家の行動を見ていたら、他の家で飼われてるウサギを見てたら、だいぶね突然突進してきたりする感じだったんで危ないかなっていう。そう、行くなという方向に行ってしまうタイプの動物ダメだね。なので消去法で猫は癒される。グ猫よき。メグスタガト。そんなに好きじゃないけどガト好きよ。他の動物に比べればまだ全然マシな方。見るだけならめっちゃ好きだね。動物めっちゃ好きっていうタイプとはね、心の底から友達にはなれないと思ういや表面的というか、ある程度の付き合いなら多分できるんだけど、もうめっちゃ好き、もう動物いないと死んじゃうみたいな、動物は家族ですっていうタイプはちょっとね
フィーナにはその思考回路が備わっていないのと、インストールできない、ちょっと形式上はインストールできないので、ちょっと難しいと思う。長く深く付き合うとしたらちょっとしんどいかな。どちらかというと鳥無理とかっていうレイさんみたいなタイプの方がやっぱ仲良くなりやすい。でも意外と周りにいるんだよ、動物好きが。困ったことに。なんならだってフィーナのお友達めっちゃ仲いいんだけど一人めちゃめちゃ動物が好きで獣医を目指しちゃってる人いるからね。困ったね。動物ある程度好きそうだな、猫好きそうだなと思ってたけど、そいつなんだけどね、その猫を一日中撮ってたっていうやつなんだけど、びっくりだよね。その休学の期間を経て獣医をやはり目指すみたいになったんよ。いやー強すぎる。そこまで動物への愛着が突然生まれたんかもともとあったんか分からんけど、そっかっつって頑張れって思ったよ。フィーナはもう動物の話をそいつとはできないもうそいつと動物の話できないなと思った決定的な事件が実はあって、でこれを言うともうちょっと全人類に嫌われると思うので、ちょっと内容は控えさせていただきますがどちらかといえば一般的なのはあっちの方で、フィーナはかなり特殊なタイプなんだろうと自覚があるからこそあんまりちょっとよろしくない言動ですねっていうのも分かってるけど、仲いいから言えちゃったっていうね。そう、あまりにグループ LINE で概要だけ話すとあんまりにグループ LINE で動物の話をするので、ちょっとその話入っていけないからここでするのやめてって言ったっていう。ただその内容がどんな動物のどういう話をしていたのかっていうのが結構危機迫る大切な話だったんですよ。でも大切な個人的な話だからこそこちらでやってよくねって思ったっていう。共感できないから、それに関してその大切な動物の大切な事件に関する話をされても、へえそうなんだっていう返ししかできないから、ちょっともうお互いのためにちょっとここでやるなっていう釘を刺したっていうっていう話だ。これだけだったらね、まだ大丈夫、多分まだ問題ない。でもその内容がね結構危機迫るものだったから、お前そこまで言うみたいな感じにはなったと思う。でそいつらもね真に受けるっていうかクソ真面目なやつらだから、わざわざトーク削除とかしてて、トーク削除する通知が来るからそれもやらんくていいわってすげえ思ったわっていうお話。猫癒されるけど猫めっちゃ好き、もう家族って思ってる人とは仲良くできないよっていう話見るだけなら全然いいんだよ。飼ってるんじゃなくてたまに猫かわいいなって見るだけなら全然理解できるけど、それ以上までいっちゃったらちょっとしんどそう、ちょっと会話合わなそうって感じ。はいということでした。もう7時半じゃん。早いな。とりあえず何時までやろうかな。何時までやろう。ちょっと待ってね。一瞬シュッ。連絡来てないやん。連絡来てなかった。マミーから何かしらの連絡が来て、今日の母の日の買い物をどうするのかの決着がついたら寝ないといけない時間がわかるんだが、まだわからんかった。わからないので、まだ続行で
何かしら連絡来て分かって出ないといけないマストな時間がもし出ちゃったら、その時点でちょっと切るわ、配信さんを。でも今日割ともうみんな来た感じするな。見てるメンツあんま覚えてないんだけど、来てくれたら思い出せるんだけどな。だいぶ昨日も見たなっていうミヤミーゴたちは来てくれた気がする。わー、ルイスオラー。昨日の夜ぶりね。昨日の夜ぶり、多分。オラー。ルイスで12人目だ。グラシアース来てくれて。あと6倍。また6時間やることになったわ。6時間はできないから早くどうにかしてほしい。早くどうにかしてほしいわ。ちょっと早く50人いってくれたらこれ終了できる。とかよ、おら名付け親によろしく。フィーナの親によろしくってこと？ 6 時間やばいよね。6倍で6時間。さっき1時間10人ペースだったからあと5時間でいけるねってなったんだけど、また6時間に伸びちゃったわ。てか6時間やっても別にね50人いくなんていう確定要素は何もないのよ、正直。6時間やったところでね、マジでまあやれるところまでやりましょうや。ずっとフィーナしか喋ってないけど。みんな何するか、今日どこ行ってきたかちょっとじゃんじゃん送ってください。ルイスもね。ルイスは今日何してきたの？昨日から今日にかけて何をしていたんだい？ははは。常世の意味は名前同じです。そういうこと？常世って同じ名前っていう、そういう意味？同じ名前のやつじゃん、オラーって言ってんの？そういうこと？いいね、それ。その言い方あるのよくない？逆に同じ名前だからこう仲良くなれちゃうじゃん。いいじゃん。同じ名前の君、オラーって仲良くなってるルイスとエンドが。トカヨ？トコヨって読んじゃったわ。トカヨって最初読んだのにね。最初遠藤が送ってるやつはちゃんとトカヨって読んだのに。ルイスが送るとトコヨになっちゃうわ。ルイスが送ってくるとトコヨ。これはもう仕方ないね。レイさんがこうちらつくからトコヨかと思ったわ。トカヨね。トカヨの意味ね。同じ名前の人ってことだったと。いいなぁ。でもフィーナ同じ名前とか同じものとかね、あんま好きじゃない。フィーナ同じ名前の人いるのあんまり好きじゃない。みんなはどう？ルイス同士はどうなの？名前かぶったわって思わないの？でもルイスぐらいだったらマジでいっぱいいそうだもんな。それはもう無理か。ルイスぐらいだったら。ルイスの後に名前のこう他のねアイデンティティとなる何かをつけておけばいいかなって感じ。同じ名前についてみんなどう思う？自分のその YouTube の名前とかをつけるときどういう風にみんな名前決めてんの？そう思ったらすげえ気になる。ルイスの R は何の R なんていうのもちょっと気になるよね。すごい不思議。ルイスだけでもいい気はするけど、でも R があることによりルイスだってなるもんな。もうなんか前ルイスもっと長かったような気もする。もうちょびっとだけ名前が長かったような気がしなくもないけども、アイコンがね特徴的すぎて、このアイコンでルイスって言ったらこのルイスしかいない。
アイコンで結構認識してるからな。でサムさんとかマジで誰ってなったよ一瞬。違うサムさんかと思ったよ。あのサムさんで合ってるよね。これでフィーナが持ってるサムさんじゃなかったらどうしようだよマジで人違いよ、やば。だから絶対サムさんだと思うけど、日本語で帰ってくるから危ないんよな。アイコン変わると危ない。でもマルタンぐらい珍しい名前だったら名前だけでこう認識ができる、多分。ありそうだなって名前がね、いっちゃん危ないんよな。他にもいそうみたいなタイプが。C でもね、遠藤の場合はめちゃめちゃわかる気がする。これ名前だけでアイコン見なくても、水色っぽいアイコンで遠藤だったら遠藤かなと今認識してるけど、多分遠藤さんは遠藤さんだけでいける。ルイスゲーム遠藤だけあれば。遠藤豆うまい。今日の朝ごはん何に食べるか考えた？みんな明日の朝ごはん何食べんの？ここのじゃああれ変えるか。明日の朝ごはん何食べるでしょう。朝ごはん何食べよっかな。フィーナ何も考えてないや。今日はフィーナ言い方な。今日はフィーナよ。今日はフィーナ、明日もフィーナ、明後日もフィーナ。レベゼロの時だけね戻るよ。立ち絵がなんて言ったってないからね、レベゼロ用のフィーナは。このミルチャンネル限定。ミルが良ければね、ブラックミルなら出せるよ、すぐに。ミルの姿も恋しいな。ごめん、ちょっと私カスコ読んだしまいした。ちょっと待って、わかんない。これ後ろ何？読んだしました。家族かな。家族ね。家族呼んだしました。家族に呼ばれたよってこと？家族に呼ばれましたって言ってるんかな、これは。どうなんやろか。合ってる？そういう認識？ルイスバイ。家族のもとへ行ってらー。そういう意味じゃなかったらわからんそういう意味じゃない。全部間違えた？それやばいでしょ。ただいま早っ。おかえり。早いな。ルイス何だったの？家族に呼ばれたわけじゃなかったの？家族を読んだのか。家族に呼ばれた。難しいな。やっぱ刺激系って難しいよね。英語の刺激系だったらメイクとかハブをつければいいけど、日本語の場合は動詞がそれこそこう変化する感じだもんね、ニュアンスとしては。でも大体されたって言っとけばな、どうにかなりそう。あんま日本語をね第二言語としてこう勉強する感覚は未だわからん。よいしょ。今日のフィーナの朝ごはんみんな考えて。何でもいいけど。
ディフィッシル、エスクリビール。書くのが難しい。書くの難しいよな。だってもう、意味わからん記号使ってるもん、日本語。ひらがなとかカタカナとかいうわけわからん記号使ってるもん。携帯電話で文章を書くのは難しい。確かに。それもある。それもあるな。だって、もしキーボード入力だとしたら、ローマ字打ちしないといけないんだもんね。それしんどいわ。ファミリア、スーファミリア、彼の家族、チャット、なんだろう。チャットルームはあなたの家族です。ここ？今のこのコメント欄が家族だよって。みんないつの間にかファミリアになってたな。フィーナファミリア。うわ、F が多いな、F が。ミルファミリアの方がいいな。ミルファミリア。肉とパン？肉？朝ごはんで？せめてサンドイッチか？それなら。せめて。Me gusta desayunar pan tostado con mermelada un café。カフェでパン、なんかのパンを食べるのが朝ごはんは好き。朝ごはんにパンとカフェで食べるのが好き。なんだろう。コーヒーか。カフェコーヒーだったわ。そうだった。コーヒーとトーストにジャムを塗るのが好き。いいね。ちなみにフィーナのお家には今ね、トースターがまだないからトースト食べれない。コーヒー豆もないからコーヒーも飲めないので、どっかに食べに行こう。よし。どっかあるかな、近く。ちょっと調べてみようかな。調べてみちゃおう。近くにそういうところがあったら最高。ちなみにね、フィーナのお家の近くはめちゃめちゃ都会なので、探せばそういうところはきっとあるんですよ。あるんだけど、ちょっと動くのがめんどくさすぎて調べないっていう。朝マック食べよう。朝マック？朝マックってあんま食べたことないんだけど、何かあんの？朝マックメニューハッピーセット。朝マック食べてたのマジでハッピーセットの時代だな。そう思ったら朝マックエッグマックマフィンなんかエッグマックがすごいだったらったってすごいリズム良すぎて、ベーコンエッグマック、ソーセージマフィン、ソーセージエッグマフィン、チキンマックマフィン。このなんちゃらマフィンのやつさ、ザラザラしてるパンでしょ。ザラザラしてるパン口痛いんよな。メガマフィンとかあるよ。メガマフィンバカデカなのかな。ビッグマックは食べれないから、ちょっとメガマフィンで挑戦してみる。マックグリドルソーセージエッグ。グリドルグリドルとは。あ、ホットケーキだ。ホットケーキ。フィーナね、マックのホットケーキね、わりかし好きなんだよ。昔ずっとこれ食べた。このパキッてやってさ、こうチューって出すのが好きだったんだよね。バターとマーガリンとジャム一緒にこうピューって出せるプラスチックの容器あるじゃん。わかる？あれ好きだったんだよ。あれやるのが好きで買ってたとこあるな。懐かしい。お腹空いてきちゃう。これお腹空いてきちゃうよ。やばい。今日近くのベーカリーやってるのかしら。はい、今日定休日今日定休日で近くのベーカリー。じゃあ他のやつ調べよう。この辺にカフェがあったのに。
あ、オーラサルドス、リカルド。オーラ、久しぶり。オーラリカルドで13人目や。グラシアス、グラシアス、ポルベニール、アベルメ。来てくれてありがとう。リカルド、朝ごはん何食べた？何食べる？フィーナの朝ごはん決めませんか？今のところ朝マックか、肉とパンは却下で。てか肉とパンは朝マック食べればワンチャン叶うじゃん。肉とパンやからあれ。で、トーストコーヒーという手があるんですけど、そのコーヒー飲めるカフェが今日近くにあるんかっていう。9時からやってんな、ここのお店。ここ、ちょっと、あれない、基本情報。そういうことじゃないんだよな。あった。これメニュー見よう。おー、ワッフルズ、パンケーキ、コン、ミエル、デュルセ、das you know。パンケーキいいな、パンケーキ。最近パンケーキ食べたいなとマジで思ってたんだよ。でも朝からパンケーキ食べれるかっていうとまたちょっと違うかな、みたいな。だからマックのレベルのパンケーキだったら食べれる。マックぐらいのパンケーキ。そうなるとやっぱマックの朝マックうんぬんを行くのがいいんかな。マックのコーヒーあんま美味しくないからな。マックのコーヒー苦くない？ちょっと苦くない？近くのコーヒースタンドはパン売ってなさげだな、これ。帰りに買って帰るか。マック行って、マックね、徒歩20分ぐらいのところに、駅まで行けば余裕であるので、行って食べて帰ってきてコーヒー。ワンチャン。パンコンパン。パン&パンってことそれ。デリシオーソ。パン&パン。パンにパンをつける。パンとパンを一緒に食べる。やばいよそれ。ただ単にパンを食べてるだけじゃん。パンとパンは美味しい。どんだけパン好きな人なんそれ。何かけるかが重要じゃないの。パン&パンはやばいっしょ。パンにパンをかけるみたいな概念よそれ。パラエセドブルサボラパンダブルパン。みんなパン&パンが好きなの意外と。もしかして2度美味しいパンのためにパン2回食べる。パン&パンだねやっぱり。まあもうパン一択ってことね。とりあえずパンは確定じゃん。だって朝マックだろうがパンなのよあれ。パンに挟まってる肉たちだから。お腹すいた。朝マックにしよう。朝マックに。じゃあマックとか食べるのも何年ぶり？何ヶ月ぶり？マック自体は食べたけど朝マックはマジでもう何年ぶりのレベルかも。何食べよっかな。ちょっとこのメガマフィンは何が入ってんの？オリジナルイングリッシュマフィンにソーセージパティを2枚挟んでボリュームたっぷり。元気な一日のスタートにぴったりです。ベーコンとソーセージなんちゃらが入ってるということだね。理解した。じゃあエッグマックマフィンはハムが入ってんのかなこれ。ベーコンか。じゃあベーコンエッグマックサンド。そっか。バンズが違うんや。これバンズが。ソーセージ。はい。でもチキンマックがなんだかんだいっちゃ普通に美味しそうなんだよな。このパテっていうの、パテの好き嫌いがちょっと激しく分かれそうで怖いですね。ミルのお気に入り朝ごはんは何ですか？ミルはね、朝ごはん食べないんですよね、実は。ノーデサユーノなの。ノーデサユーノ。朝ごはんを食べるっていう行動をもう小学生以来取ってなくて。
からまあ朝ごはんって言うても言うて昼みたいなところがある。なんで食べなかったかっていうと、朝ごはんを食べるとお腹を下すっていう呪いにかかってたのね、昔。で1時間目とか2時間目を欠席することになるっていう、保健室行ってきますとかトイレ行ってきますで帰ってこないみたいなねタイプだったから、それが本当に嫌でノーデサイユーノだったの。ノーデサイユーノけどね、なんか最近まあ朝っていう朝じゃないけど、とりあえず朝起きて、朝じゃないか、起きて食べるっていう行動をとってもお腹が痛くならなかったから、まあ、多分もういけるんだと思う。あともう朝っていうタイミングでもないしね、今現在7時46分の朝ではあるけど、フィーナはもう1時間46分前以上前から起きてるから、これは大丈夫。これはきっといける。ダイエット中だから朝食を食べないの？いや違う違うって。食べるとお腹痛くなるから食べなかったんだよって話。だから特にね、お気に入りの朝ごはんとかは存在しないよね。朝ごはんを食べようっていう思考がまずないから、まあ、フィーナの朝ごはんと言ったらまあもう10時とか、もう下手したら食べずにそのまま昼過ぎまで行くっていうことの方が多いので、お気に入りの朝ごはんと言えるほど朝ごはんを食べることがない。食べないってわけじゃないけど、多分ちゃんと朝ごはんとして食べることがちょっとないですね。でもパンがご飯だったら完全にパン派。昔からフィーナのお家ではパン派でした。ちょっとお腹すいた。ダメだこれ、マック行ってる場合じゃない。デリバルデリバリますかこれは。デリバリーでちょっと配信中に来てもらう。マックまだかなーって。ワンチャンありでは？でもマックデリバリーってなんだっけ、1500円以上使わないと来てくんないんじゃなかった？ 1500 円も使わねえ。絶対1500円もかかんないよこれ。マフィンで。仮にだよ。仮にこのメガマフィンとかいうの頼んでも420円からなのよ。今すぐ注文。モバイルオーダーじゃなくてデリバリー。でもめちゃめちゃマックのデリバリー優秀だからね。マミーとデリバリーなんか食べるってなった時はマック割と食べる。わかった。見るケチっぽい。どこがだよ。どこがだよ。めちゃめちゃケチじゃないわ。ケチの逆ってなんて言うの？めちゃめちゃ強胆だよ。値札見て買わないやつだよ。フィーナが値札見て買うものはペットボトルの水ぐらいだよ。マジで。しかもペットボトルの水もなんで値段を見るかって、まあより安い方がどうせ味わかんないならいいかなっていう、ただそれだけ。他の食べ物は基本値段を見ることがない。まあとりあえず買っていくらになったんだへえみたいな感じで頼むから永遠に金欠。多分。おはようございます。ルッキーさんおはようございます。おはよう。ルッキーさんで14人目ですね。ありがとうございます。今ね、朝ごはんの話してた。なんか朝ごはん何食べるっていうのと、フィーナの朝ごはんをちょっとまだ決定していないので、何食べると良さげって言ったら朝マックが出てきたんですよね。朝マックとパンが今ね、候補地に入ってるんだけど、まあ朝マックも実質パンみたいなとこあるから。食パンにいちごジャム塗って食べたらお腹空いてるんだよ今ね、朝マックのそのご飯の話でめちゃめちゃ調べてたせいでめちゃお腹空いてる。これはもうあれですね。ウーバーするしかない。動きたくないからウーバーするしかないな。お腹すいた。ダメだ。
今もう何でも食べれる気分だもん。ちょっとお腹空きすぎ。やばいこれは。でも今日の夜はオムライスの日なので、ちょっと早めにご飯を食べて、あれだね、お腹を空かしておく必要があるね。よし、ちょっとマジでお腹空いたので、ちょっと今日はパンとマックを求めてこの後行こう。朝ごはん、朝ごはん、いちごジャム王道だよな。フィーナはね、食パンにバターだけってパターンが多い。朝ごはん何食べたを話してるよ。お腹すいた。ツイッターで宣伝しとこう。なに岩塩包み焼き木の芽味噌ベアルネーズソース。何この最初の黒カバン。黒カバン絶対黒カバン。黒あゆか。何この黒魚に包みって書くやつ。読みは分からんだけどあるわ。ゴチになります。放送記念期間限定メニューだって13,500円。こういうのにね、なんか魅力を感じないんだよな。どうせ分かんないからさ。どうせ食べられないから。食べられないっていうか、なんていうの、食べても味の違いを感じられないのよ。そんな高貴な舌してないから。オムライスセレデリシオソ。オムライス美味しいよねって。まあもう卵はね、神なので、基本卵が入ってれば大体美味しい。大体美味しいのよ。アワビか。アワビ食べたことあんのかな。いいな。ない気がする。日本で朝食の歌か何か聞いたような気がする。朝食の歌なんてある？日本の朝食の歌ある？そんな。もう日本の歌って言ったら魚しかわかんねえんだよな。朝食の歌？朝ごはんの歌あるわ。国立小坂からだって。そういう本当に朝ごはんの歌だわ。知らなかった。へえ。歌詞付きとかあった。普通に知らんかったわ。ありました。朝食の歌。しかもいくつかあるしね。なんか2つあるか。2つ。朝ごはんの歌っていうのと、いやどっちも朝ごはんの歌だったか。どっちも朝ごはんの歌だけど、国立小坂からのやつとそうじゃないやつがある。聞いたことないや。国立小坂の方は多分聞いたことはあるんだろうけど、ちょっと知らない。1回しか国立小坂見たことないから、ちょっと難しめ。聞いてみるか。Google の音声入ってないのでいけると思う。びっくりした。CM 流れ出したな。国立小坂から朝ごはんの歌。まな板はトントトンだって。もう日本人って感じだな。このオノマトペ大量使い。日本人の歌って感じ。オノマトペがいっぱいな時点で。はい。初めて聞きました。朝食の歌。でも日本人のザ朝食といえば、やはりあれでしょ？白米、味噌汁、魚、みたいな。一回もその食事取ったことない。多分それ取ったのあれだな。修学旅行とかで強制的に朝食がついてるメニューだな。そういうメニューの時は仕方がなくね、頑張って食べてたけど、
こそっと隣の友達に分け与えてた。食べてこの後お腹が痛くなって死ぬから食べて代わりにってめちゃめちゃ言ってたな。それ先生にバレてちょっとなんかダメだよみたいな感じになった時、いやこれ食べると体調不良になるんでその責任取ってくれるんですかみたいなこと言って中学生の時しのいだ記憶がすごいある。すごいあるわ。だって人の体調不良になるって分かって食べるのアホすぎん？これを食べたら苦痛がやってくるって分かってるのに食べないよねなのに朝ごはんを食べないと頭が回らないだとか、朝ごはんを食べないと成長できないだとか、健康にうんぬんだとか言ってくんの。いや健康に悪いんだって、お腹が痛くなる時点でもう何も言ってくれなと本当に思ったわ。先生見るestá comiendo en clase。クラスの先生見るのクラスの先生。授業中に食事してる？授業中に昼食しないよ別に。修学旅行の朝ごはんとかだよ。授業中に昼食ってか食事をする先生はいないよ。全然食べてもいいなと思うけどね、正直。いつ食べてもよくない？なんか迷惑にならないんだったら全然いいわ。生徒が解いてる時とか暇でしょうに。それであれもやれこれもやれって、給食があるタイプの学校だったら一緒に食べるから仕方ないけどな。食べれないよね。もう物理的にご飯が出てきちゃうから、その後に。フィーナが学校の先生に絶対になりたくなかった一つの理由としては、全ての行動が決められてしまうっていうのがめちゃめちゃあったわ。忙しそうとか大変そうとかっていうのもその通りなんだけど、もうなんか食べる時間と食べるもの全て決められるじゃん。嫌なんだよね。人にそういうのを毎日強制的に決められるのが無理。全然今日何食べるのおすすめで、今日はこれ食べようぐらいだったらいいんだけど、今の感じだったらねいいんだけど、毎日もう決まった時間に食べて決まった時間に何かをするっていう行動が取れない人間なので、何せパッションで生きてるからね何せ自然爆発のエネルギーでしか生きれない。学生時代のミルタンがどんな感じだったのか気になる。まあ今より毒気が強い感じかな今より毒気が強くてもっと世界を恨んでる感じこんなね人前で笑ったりしないタイプだね。笑うけどそれは人前でっていうよりは友達の前限定みたいな感じ。自分の世界の中ではそれを誰かに見られてるのは別に気にしない。何それ？わからん。いわゆる中二病というやつだよ。いわゆる中二病というやつ。わかりやすく端的に言うなら、この世界は間違ってるって思いながら生きてる節はあったね。そこまでじゃないか。中学生の時はそこまでじゃないかもしんないけど、もっとトゲトゲしかったな。ずっと多分人間に対して当たりが強い。常にお前は敵なのか味方なのかはっきりしろよみたいな態度でいて、味方にならないんだったらお前は敵だからっていうタイプなんだよ今もだけど今も割とその節があるけど、その間の人たちがたくさん増えたって感じかな。味方かなってぐらいの人がいっぱいいるみたいな。がっつり味方で絶対に救いたいって思うタイプじゃないけど、余力があれば救いに行くねみたいな人が増えた見るエラウナ注
中二病ラエスクエラ見る学生時代中二病だったの？まあ半分ぐらい今も中二病ですけど、まあずっと中二病みたいなところあるよねやっぱ、脳内がずっと常に中二病をこじらせてるところはある。ミルタンは他人にも直接嫌いなやつには嫌いって言っちゃうタイプ、今も昔も。でも今より昔の方がよりそれを簡単に言えてしまう性格ではあったね。なんかどっかで多分話したと思うんだけど、バイト先大学1年生がね一番こう精神的にすさんでた時期で、12年生ぐらいかな。もうこの世に味方は数人しかいないみたいな思考だった時、その時に場先で本当に苦手なタイプの女がいて、でもう態度でめちゃめちゃ示してるの。近寄ってくるなと、もう関わるなと態度に示してるのに、ねえねえこれわからないんだけど教えてくれるとか、ね、これってどうやってやればいいんだっけみたいな感じでずっとあわ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 してるようなタイプだったの。正直フィーナであわあわずっとしてる人マジで苦手で、早く頭の中で自分のこうなんかシミュレーションをしてから行動に移せよみたいな、あれやんなきゃこれやんなきゃ、やばいやばいこれもみたいな人マジで苦手で、そいつがもう典型的なそれだったから、もう近づかないでくださいっていうオーラを出してたのに、めちゃめちゃ話しかけてくるし近づいてくるので、結果ちょっとマジお前のこと嫌いだから関わらないでほしい、お互いのためにっていうバイト先の塾の講師室っていう裏のねところでぶちかまして、なんか相手が半泣きみたいなで、それをがっつり先輩たち2人に見られてるみたいな。でそれでもねそいつのすごいメンタル強者なところが、どうしたら好きになってもらえるとまで聞かれるっていう、しんどい関わってくんなって言ってんのにどうやったら好きになってくれるって言うんだって。無理ー、さよならでもそいつマジでキャパオーバーになって結局辞めたんだけど、バイト普通に日常をこなすことすら難しかったみたいで、まあ容量の悪さだったらそりゃそうなるわなって思うけど、で大学4年生までずっとねバイト何もせずに就職したんですけど、なぜそこまでしてるかって言ったら、友達としてだったら大丈夫だったっていうオチ。一緒に仕事する仲間としては本当に無理だったけど、友達としては意外と同じジャンルを好きになる傾向があって、それでお友達になった結果、なんだ学生時代のミルは可愛かった彼女は何人の子供に強烈反応をして人格を強制成長させたんだろう。本当だよな、本当だいぶだろうと思うよ。だいぶ拒絶反応いっぱいいたと思う。フィーナ地雷がめちゃめちゃ多いタイプなので、こういうやつ無理こういうやつ無理がでめちゃめちゃはっきりしてるのから友達になれないやつはマジ一瞬で友達になれない判断ができるんだけど、でもそれをあんまりあるフィーナの周りのやべえ大人が数人いるっていうのがもう大問題だったね正直。朝からこんな重めな話する？朝から大丈夫そう？でもそういう環境下にいたので、ちょっとフィーナはだいぶ人格が歪んで中二病をこじらせてる常に常に。いや別になんかこうあれだよ、俺の右腕がうずくとかそういうタイプの中二病ではなく
そういうんじゃなく、普通にこの世界を恨み切ってる人みたいな感じ。自分じゃなくて世界が間違ってるんだみたいな思考回路に至りがち。まあ今はね、あんまそれはない。そこに関してはちょっと克服したというか、思考回路が入れ替わったので、まあ、そんなこと言ってても仕方ないっていう事件があったんですよね。まあ、でもあの事件がなかったら、あの事件というか、まあ、ただ単にありえないほど体調不良になって酸素マスクをつけないと生きていけない期間があったんだけど、そこから生還した末に、あ、生きてるだけでハッピーってなった。それのおかげでだいぶね、脳みそがぶっ飛んだところあるよ。オラーみやみごオラ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 アミガブエノスディアスブエノスディアス。ファーストミヤミーゴでついに15人記念。素晴らしい。頑張れミヤミガボニタ優勝。グラシアスグラシアスグラシアス。はは。15人ついに達成いたしました。2時間で15人か。すごいな。見るのera como Megumin en la escuela. しょぼん。そんなしょぼんするような出来事はないんだけどね。めぐみんのようではなかった。めぐみんどんなあれなの？あれでしょ？世界は素晴らしいみたいな名前のアニメでしょ？めぐみん。めぐみんの学生時代どんなんだの？知らんよ。学生時代ちょっと調べます。めぐみんの学生時代を。学生時代だけ教えてくれることあるかな？ちょっと大丈夫か？人物像。中二病だらけ。まあそういう感じのザ中二病って感じではないんだよな。正味。まあ、でも常にちょっと頭のおかしい中二病感はあるので。ふむ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 。学生時代は首席だったのこの子。そうなんだ。普通にフィナ学生時代首席とかいうわけではないね。普通に 2,3 番目にいるぐらい。合計値で言ったら。とある科目だけで言ったら1番だった時もあるけど、合計値で言ったら多分常に2番とか3番だったと思う。比べたことがないから知らんけど。もしミルが私の同級生だったら殴られてたかもしれない。ビーナは別に人に手は出しません。口での攻撃はするけど、拳の攻撃はあまりしない。やられたらやるけどね。まあ一時期やってたこともあったけど、それは小学生低学年までの話だから許してくれみたいなとこはある。まあでもワンチャンそういう人は多いと思うよ。ピーナの学生時代に会ってたら絶対友達になれないっていうタイプはめちゃめちゃいると思う。正直多分レイさんもフィーナがちょっと昔の思考のままだったらあまり相入れない可能性がある。レイさん優しすぎるからね。レイさんの思考大抵ね、フィーナと比べたら全人類思考回路が優しいのよ。フィーナの思考回路は殺伐としているので常に。もし私がミルのパートナーだったらミルを惚れさせよう戦死した人に戦死最高。よく分かってんじゃん。戦死すればフィーナが落ちるって。そうなんですよ。死ネタが大好きなのでフィーナは戦死というかこう身を挺して何かをするっていうやつに心惹かれちゃうね。フィーナもそれしたいって思ってるから常日頃こいつは味方か敵か
救えるか救えないかみたいなところやってる。今ね、命を賭してでもこう潔く死のうって思える人はね、まあ2人は確定でいて、2人もうあと2人余力があれば助けれるみたいな余力があればこう率先して助けたいところで、あとその他に何人ぐらいいるんだろう、10人から15人ぐらいの割合で友達の中に本当に無理だと思うけど奇跡的にこう例えば災害とかで目の前にいて危ないって思った瞬間とっさに多分助けちゃうっていう行動に移るだろうなっていう人が10から15人いる。だから自分が身を挺してどうしても助けたいわけじゃなく、とっさの反応で助けるかなっていう人が10から15人。まあその他の人は多分普通に見捨てるね、正直ごめんだけど。リア友でその人数だから、だからもうちょっとごめんけど自分たちの命は自分たちで守ってほしいっていうのが、まあ、フィーダの第一感想。基本的に自分で自分を救ってあげてほしい。でもフィーナは身を挺してでも助けられる友達が欲しいって思ってるから。学校ではクラスの中でおとなしく知的な方だったけど、友達と遊ぶとバカなことをして一緒になったら最高じゃんそれ。めっちゃ普通に青春してるやつじゃん。普通にクラスでバカなことをするタイプ全然好きじゃないからフィーナはだからそういうやつを見るともう世界違うなって思って関わらないタイプだからね。そのクラスで騒いでるようなタイプがいたら多分もう相入れないね。その世界線の人たちと学生時代に出会ってる時点でもうダメ。今だったらわかんない。ワンチャンこう遊び友達としてだけなら楽しめるかも。割とフィーナアクティブなので、昔のフィーナは全くアクティブじゃないんだけど、今のフィーナはめちゃめちゃアクティブなので、サッカーしたいので遊びましょうみたいな感じで、全然いいよってなる。もしミルタンの同級生だったらミルタンと一緒にナンパをするリスクがある。一緒にするの？ミルタンをしてくれるんじゃなくて一緒にする。それも楽しそうだちょっとでも当時のミルフィーナは絶対しないよ。当時のミルは絶対しないけど、今だったら喜んで遊ぶわ。それちょっとおもろいやんけっつってやろうぜもう楽しそうなことならとりあえず手を出すっていうちょっと性格になってしまったところはあるね。昔と比べて割と楽観的というか、何も考えずに楽しそうってパッション動いたら OK みたいな。昔はね全然ね、まずパッションが動かないタイプだったので、もう氷の心を持っておったので全然笑わないっていうか、どちらかといえばめちゃめちゃ人間を睨みつけてることの方が多かったかもしれん。自分ではね分かんないけど、だからオーラ的にはそんな感じだった。自分が身にまとう空気感は殺伐としておったわ。今より今までで最高は出場停止処分。やば。出場停止処分ってもう殴り合いしちゃったってことでしょ、相手の選手とかと。もうでも選手じゃなくてもそっか、一般人殴ったとかもダメやな。それだいぶだわ。ちょっとピーナより荒れてる人いたカマレオン元ヤンキーかもしれん。元ヤンキーですか、もしかして。フィーナはね元ヤンキーじゃないですよ。ちょっと心が殺伐としすぎてるだけで、別にヤンキーではないです口
口が悪いのはね、なんでなんだろうな。どっかのタイミングで、小学生ぐらいだね。でも、小学生ぐらいから口は悪い。それで父親にね、口悪いのやばいよってすごい言われたことはあったんだけど、口悪い方がおもろいやんっていう、その当時も思ってしまったのか、治りはしなかったね。ルイスの意見に賛成。バカなことをしたりするの楽しいけど、事故に巻き込まれるタイプ。ちょっと怖くてもういろいろなことはしなくなった。それは危なすぎ。危なすぎ。で、ルイスがルイスに賛成って言ってるのこれ。ルイスがルイスに賛成。ちょっとこれ、ちょっと違いそうだな。なんか。役がちょっと違いそう。まあでもまあ。巻き込まれるタイプならもう何もしない方がちょっといいかも。知らんな。うん。ヤンキーだったら、ヤンキーかもしれない。もしかしたら。見るのヤンキーが見たい。見るはヤンキーじゃないのでちょっとお見せできないですね。見るはヤンキーなんじゃなくて心が殺伐としてるだけなの。うん。常にこの世界のこうなんか最終地点みたいな、自分の世界線のね、そういうのを考えてるだけ。もしテロが起こったら、もし目の前で殺人鬼が暴れ出したらみたいな。そういう過程をいっぱいするだけで、そういう過程をした上で自分が助けたいと思う人間は誰なのかっていうのを常に考えてる。こいつのことは助けないなみたいな。なんならもしこいつがフィーナを攻撃してきたら即座にやれるわっていうのを考えてる。フィーナは自分からは攻撃しないけど、正当防衛はちゃんと取りたいと思っておりますので、もしちょっとでも攻撃してきたらやっていい口実ができる。やっていい口実。半分ちょっとそれを探してるとこもある。ほとんどのなぜか私が医学の道に戻ることになることに驚いてる。医学の道にいるの？カマレオン。まさか元ヤンキーだからそりゃ驚くわな。元ヤンキーが医学の道に行ったってなったら、そりゃすごいわ。普通に友達をかばって校長のところ連れてかれた。かばったのに遠藤かわいそう。それかばったら、でもわかんないな。素晴らしいぞっていう意味で校長室呼び出しかもしれない。ワンチャン。ちょっと悩むだけで見るヤンキーに会えるのか。なんで悩まないよ。悩まない。悩んでも見るヤンキー出てこないから普通に。でも確かに見る割と平和なんだけど、口は悪いので、コメント欄とプロレスできるんじゃないかとは常日頃思ってる。割とね、フィーナのこのチャンネル、見るチャンネルにはこう優しい方々しかね、なんでか集まらないよ。こうルイは友を呼ぶっていう感じで口の悪いやつが集まるかなと半分思ってたところもあるんだけど、みんな優しいんよね、割と。で、あとコメントもね、愛あるコメントばかりなので全然プロレスすることはないんだけど、もしアンチみたいなのが来たら自分はどういう対処をするんだろうっていうちょっと気になるところはある。バチクソにこう殴り倒しに行くのかスルーするか。学業成績とっても優秀で全額奨学金で入学した？すごっ。カマレオン全然ヤンキーじゃないじゃん。もうめちゃめちゃ優秀な人じゃん。全額奨学金は結構すごない？本当の特待生レベルじゃないと取れないやつよ。フィーナは一回も何かの特待生になったりとかはしたことない。多分。なんか塾の特待生とかはなったことあるかも。塾に時はね、なんかね、すごいお金に敏感で
この授業にいくらも払うのみたいなこと言ってた時あった。あささん初見です。こんにちは、おはようございます。来てくれてありがとう。今なんかね、何の話してんだろう。学生時代の話をしてて、フィーナの心がわりかし殺伐としてるよって話をしてた。最初朝ごはんの話してたんだけどな、途中まで。おかしいな。みんながフィーナの学生時代が気になりますって言うから、フィーナの殺伐とした過去をちょっと披露することになってしまった。何度も喧嘩して管理職になったが非常に優等生であり続けた。喧嘩して管理職になったのに優等生なの、ちょっともう矛盾すごくない？力技で管理職になってるけど優等生なの。それ優等生って言うんか？もうわからんわ。あ、待って。あささんが挨拶してくれたから16年になったんや、今。おー、もうちょっとで20人やぞ。あと4人もいるけどな、20までは。まあ、20までいったら、レイさんと同数なので、ちょっと満足することにしとこう。学校のスポーツで私は一番目立ってた。すご。スポーツできる系？遠藤。学校でスポーツ一番目立ってたわ。やばいやんけ。フィーナはね、運動できない系だったので、特に。走るとかがダメなのね。走る、飛ぶとか、そういう身体能力を生かす系がね、ダメで、技術でどうにかなるやつ。だから球技はめっちゃ得意。球技は。テニス、サッカー、バレー、バド。球技じゃないね、バドは。でもラケット使う競技は基本全部得意。あいつらはね、ラケットの角度とかみんな一緒だから、ほぼ。一つ球技ってかラケット系できるようになったら全部できると勝手に思い込んでる。けど体力とスピードが必要になるサッカーとかバスケはちょっとね好きなんだけど体力が何より持たなくてダメ。ちょっとしんどい。好きなんだけどね、好きだし小学生の頃リフティング何十回できるようになるまで終われまてんみたいなの一人でやってたよ、放課後できるようになったんだけどね。右足を骨折し10年後には左足。そんなに骨折ってするもん？一回も骨折したことない。フィーナバスケやってて中指を複雑骨折じゃないけどなんかちょっとずれちゃったねみたいな、ちょっとピキッといっちゃってるよみたいなのはあるけど、足の骨折ってもうガチじゃん。もうボキってやつじゃん。想像しただけで痛いわ。人が痛そうなのはちょっと苦手なんだよね。サッカー、バスケ、テニス、陸上、水泳。この中だったらフットボールとバロンセストとテニスはまあやれる。水泳もやれるけど速くはない別に。あと自由に泳いじゃうタイプだから全然スピードも普通かちょっと速いぐらい。苦手とかではないよってぐらい、水泳に関しては。バスケはね、シュート前にずっと待機してていいんだったらめっちゃ好き。守りに行くぞ、ボール取った走るぞが無理。コートの往復4周ぐらいで多分死ぬ。ジョーエラなんちゃらかんちゃらこんちゃらかんちゃらフィッシカなんちゃらかんちゃらフィッシカ。スポーツ苦手？体育やり直し？やば。そこまで
そのレベル。喧嘩してたのに、喧嘩して管理職得たのにスポーツ苦手なの。それ獲得できんくない？喧嘩しても管理職。水泳だけ得意？水泳だけか。水泳は好きなんだけどね。得意かどうかって言われたらわからない。普通にできるぐらい。マジで。中学校までは早い方だったけど、高校からはもうちょっとタイムとかをあんまり記憶してないもんね。水泳とサイクリングが好き。他は覚えてない。他は覚えてないんかい。サイクリングなんて授業あるの？サイクリング苦手なんだよな。自転車苦手。自転車。何が苦手ってね、めっちゃ全速力で漕ぐと本当にもも張るじゃん。足が張る。これ一番良くないとこ。足が張るの一番良くない。変な筋肉ついちゃう。ミュータン、今日はスペイン語の新しい単語をいくつ見た？もうやばいぐらい見てる。もう分からんぐらい流れてってる今。この後ろの見てよ、この後ろのコメント一覧。もうほぼ英語ってかローマ字しか見えないもん。ローマ字すごくない？もう英語一切喋ってないし、スペイン語一切喋ってないのに、ここに流れてくるのスペイン語しかないの。すごくない？強いと思うわ。よくみんなもこれで会話ができてるよね。みんながこう日本語を聞き取れるから成り立っている状況よ、これ完全に。グラシアスすぎる。いいフォームでしっかりとしたトレーニングを行うことでスポーツのパフォーマンスのレベルを保つことができる。そうなの。それをやれるのが球技だけ。フィーナの場合は走るとか飛ぶとかはもうそのフォームを保つ筋肉すらほぼなくて神経が多分通ってない、ほぼ。それ系に関して走るのほんとダメなんだよ。遅いわけじゃないんだけど、なんか速くない自分にコンプレックスがあって、本当に走るの嫌い。遅いかって言われたらまあ普通よりちょっとゆっくりぐらいだねって感じ。めっちゃ遅っみたいな感じではないんだけど、でもちょっと走るのあんま得意じゃないっていう自分の中のこう認識があって、走るの嫌い。陸上も嫌い。てか何が楽しいのって思っちゃう。走るのに関しては楽しさがわからん。マジで。それが一番でかいかも。だからね、一番陸上競技の中だったらなんだっけ、棒高跳び違うな、背面ジャンプみたいなやつあるじゃん。こうシュンって棒を越えていくやつ、シュンって、あれ唯一楽しかったかな。私の父は総合格闘技の専門家？すごっ。それは戦い方を知ってることになら、戦い方を知ってることにはならないのね。ならないんか。びっくりしたわ。すごいじゃん。カマレオンだからあれじゃないの？喧嘩強いんじゃないの？元ヤンキー。おー。あ、カメさん、オーラーミルちゃん、ボンバー。爆発したな、何かが。ハワイ多い？ハワイにいるの？ハワイにいるの？なんだ。今日はハワイでカメの結婚式をお祝いします。おめでとう、カメさん。結婚したんやね。ほら、おはよう。ブエノスディアス。おめでとう。コングラチュレーション。カメさんで17人だ。グラシアス。ミルちゃんとあげるの。一人であげてるような文章だったぜ。優秀な生徒だったにかかわらず、私は恋愛でうまくいってなかった。なんでみんな自己肯定感ちょっと高めな、その恋愛でもうまくいくだろうっていう予想がどこから来るわけ？別に勉強できるからモテるとかもなくない？
残念ながら。フィーナも全然そういうわけじゃない。カメさん何言ってるのってルイスが煽ってるぞ。カメさん。ルイスに煽られてる。大丈夫そうか？あ、カメさんは朝ごはん何食べたの？フィーナはね、あれだよ。これからみんなにおすすめされた朝マックとパンとコーヒーを飲みに終わったら行く。終わるかわからんけど。すでに2時間半やって17人だからね。寝て今来たから何も。ああ、今起きたの。じゃあ亀さんもおはよう。おはようございます。フィーナは6時の配信に間に合わせるために5時半ぐらいから起きてたで。すごくない？昨日1時まで打ち合わせして、その後なんやかんややって3時に寝て6時前の5時半に起きるって。ルイス2人いる？そう、ルイスの名前が増えたからね。ゲームエンドの方はエンドって呼んでる。カメさんオラーエンドの方もカメさんに挨拶してくれてる。なんで？みんな仲いいな。ルイス2人います。いつものルイスとエンドのルイスがいる。増殖しました。今日の夕食はカメのローストにしようかなって。ルイスはカメさんをこう食べがちだよね。なんかいつも食べてる気がする。ルイスカメさんのこと大好きすぎん？何があったの？本当に何がきっかけでそんなに仲良くなることがあったの？フィーナの配信でしか喋ってないよね。しかもそのコメント全部フィーナが読んでるのに、なんでか2人仲良くなってる。というかルイスが一方的にめちゃめちゃカメさんを好いてるってイメージあるな。そんな好きになる理由ないはずなの。本当だよね。どこにこう魅力を感じてるんだろう見るセロサ見るエースタスセロサ何セロサって何？見る消えたって？嫉妬してるのか？いや嫉妬してるっていうか普通に謎というか疑問単純にルイスの情緒が疑問なんだよいやルイス誰にでもそういう感じならねわかるんだけど、カメさんにだけやからね、その感じが。こう日本人のコメント系全員にそのノリだったらわかるんだけどな。まあ、カメさんの挨拶がやばいっていうのは1個ある。1個あるよ、これは確実に。カメさんがそうやってスペイン語で変な挨拶をしてくるから、やっぱちょっとやべえ面白いやつやなって認識されてる可能性はある。カメ飼ってる？エンドカメ飼ってんの？マジで。マジ？エンドカメ飼ってんの、やばいそれ。ガチじゃん。あ、ハートまでついてる。珍しいタイプのハートがカメさんについてるぞ。ミルちゃんの味噌漬けまずそうなんで味噌につけたんだよなんで味噌漬け？やだよ。せめて浅漬けにしとこう。ホルマリン的な感じで食べれるかも。それなら。カメさん何そのスペイン語味噌漬けだよ、味噌漬けにするぞって。変態認識されてるのグッド。まあ、カメさん自分で変態ですってこう名乗っていくからな。カメは変人じゃなくて変態ですって。変態をなんか自称していく人なかなかいないよね。フィーナはね、割と自分のことを説明するとき、一般的な優しい方々に勘違いさせないようにね、同じ人種のいい人だなって勘違いさせないように、いや、フィーナ変人なんですけどってちゃんと言うけど、変態ですとは言わない、さすがに。カメさん、エスクリボエスパニョールで書いてるじゃんって遠藤が言ってるよ。遠藤が、カメさんエスパニョール書けるのって。
驚いてる。かわいい。亀さんはね、翻訳機をわざわざかけてここに打ち込んでるんですよ。でもめちゃめちゃ大変だよね。亀さんいつも何で見てんの？スマホじゃないんだ。そう思うと。翻訳かけれるってことは。翻訳かけようって思ってる間にさ、スマホとかだとさ、あれだよね。変わっちゃうよね、画面が。配信見れない。ああ、ポピポピ、おはようございます。おはよう。ポピポピで18人になった。なんか日本人が起きてきたって感じするな。このぐらいの時間で。スマホだよ。そうなんだ。スマホでじゃあいちいちコメント打って翻訳かけて配信に戻ってきて打ってくれてるのね。コビベで。カメタン変態っぽい。ルイスに言われたくないと思うけどね。カメさんは自称変態って言ってるけど、ルイスは自称していない結構なガチめに変態っぽいけど、大丈夫そこ。ルイスガチっぽくない？だってルイスなんだろう、いっちゃん最初にこうチュチュチュとか言い始めたのルイスだと思うよ。10秒以内に全部落ち込んでコピーしてすぐなんかすごいな。タップ能力上がりそう。ブラインドタップ。スマホのブラインドタップってむずない？フィーナできないや、スマホのブラインドタップは。チュチュチュポピポピもチュチュしてくれてるわ。ルイスポピ来てくれたで。ルイスがかわいいグヘヘってレベゼロハウスでしてたポピポピが来てくれたで。チュチュはカメカハルじゃなかったかな。チュチュもカメさんからなの？もうやばいよそれ。カメさんはいつも結婚してくれの文言しか言ってないイメージだったよ。文字打ち画面見ずにできんの？やば。強ない？強い。スマホの画面打ちはちょっとじゃあ文字打ちは画面見ないとできないかも。みんなは。私は変態じゃない。否定しちゃったね、ルイス。否定するとそれっぽさ増しちゃうからいっそ潔く認めた方がいいんだぞ、こういう時は。まあいいよ、ルイスは変態じゃないよと。ルイスじゃ何者なんや。何者なんや。レイタン、ミルタン、チュチュチュっていつも言っているあれはどこの人格から生まれてるんだ？変態人格からじゃなかったらなんなんよ。ルイス消えれ。カメさん。ルイスはカメさんが欲しい。ついになんか遠藤からルイスはカメさんが欲しいんだっていう認識されちゃってるけど欲しがっているぞと。ミルタンここ見てチュチュね。私チュチュみんなチュチュ言い始めたわ。でも別の何かかと思い始める。チュチュね。はい。ミルタンここ見てるよ。ちゃんと配信のねここにも載ってますから、載せていい文言かわからんけど。ペロレタンセポのトリステ。悲しい。ちょっと悲しい。レイタンなんでチュチュしてくれないから、レイさんが。もうねフィーナはね見慣れすぎて慣れてしまったっていうのはあるよ。私がレイさんがチュチュしないと悲しむの、それやばいね。もうちょっともう癖になっちゃってるんじゃない？ルイスがチュチュ言わないの。だいたい書いてるもんね、ルイス。書かなくて大丈夫だよ別に別にカメさんに張り合って結婚の申し込みとかもしなくていいよ。マレちゃんはカメのだもんね。それ言うとクーリュウさんに怒られそうだけどね。まあみんなそう思ってるってことよ。レイさんのところガチ恋勢多そうだから大変そうだよね。多分フィーナのところにはガチ恋勢生まれないなって思ってるレイさんの距離感がガチ恋を生みやすいと思う、正直。わかんないけど
弾いてる感じ、こうほんと一人一人にこうなんだろう、アクション、真心を込めてアクションするやん。フィーナはねそんなにね正直真心は込めてないから伝わってると思う、この雑さは。一人一人全部のコメントには返すけど、このスピードでけどそれでも雑さは拭えないんだよな。ガチ恋チュチュチュってポポピンところもガチ恋多そうじゃない？ポポピやばそうマジで。なんかガチ恋お兄ちゃん勢多そう勝手に思ってる。めちゃめちゃ偏見。そんなことない？雑だからこそ恋、マジ？それはすごいな。そういえばミルは父を欲しがらなかったが今受け入れて、そうだよルイス、よくわかってんじゃん。チュチュいらないし、なんなら最初の方うわっと思って読んでなかったけど、もう見慣れすぎて読むしかないのよ。チュチュあ、遠藤までチュチュ言い始めた。あ、グレープさんおはようございます。おはよう。あ、グレープさんでついに19人になりました。ありがとうございます。今ね、変態お二人のお話をしてましたね。コメント欄に湧いている変態、自称変態と自称変態ではない変態。ジョータンビエンケロチュ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 が欲しいと。私もカマレオンがおかしくなっちまったじゃないか、ルイスたちのせいで。全員チュチュを欲しがるようになってしまった。チュチュチュ誰がこんなに広めたんだ。自分で言ったじゃんさっき、チュチュはカメからだったって。カメさんからですよ完全に。ルイスからかなと思ったけどカメさんらしいよ、自分で言ってたから。カマレオンもチュチュね。はい。オッケーチュチュよ、オッケーチュチュ。もうレイさんはチュチュに関してまだね抵抗感を若干抱いてると思うんだけど、フィーナに関してはもう何の抵抗感もなくなってしまった。愛してるよゲームと同じ現象。これ言い過ぎて全然恥ずかしさのかけらもないみたいな、もうそういう単語みたいになっちゃってるもん。なんかもう意味をなさない記号のようなもの。他の人について僕のせいじゃない。いいんだよ別に、欲しがるだけね。欲しがるだけ自由やからやっぱ。コメントは基本自由に打ってもろってね。こう嫌なコメントだなと思ったら勝手にスルーするか、勝手にブロックしてるから。今んところそんなことはないけどね。亀さんの言ってることはよくわからないがいい人そうだ。マジでマジでエンドそれいい人ではあるよ。いい人ではあると思う。いい子だよ亀さんは。普通にちょっと変態なだけだよ。恥ずかしがってるんだ。そうレさんはまだ恥ずかしさが残ってる。ミルちゃんチュチュチュ、なんかポーポーピーがすごいこのノリムーブに乗ってる。いい波乗ってんねーねなってる完全に。もう混じってってるもんな。しょうがない、認めます。私ちょっと変態。そうでしょ、ちょっと変態かもしれないよね。なんでカメはブロックされなかったんだろう。いやされないよ別に。変態系発言は基本的にね別にブロックしない。ブロックするのはうざって思ったやつ。これもう目にも入れたくねえわっていうやつ。気持ち悪いはねまだいいんだけど、うざい方が嫌だ正直。うざいやつは多分コメントしてない、コメント読んでない。それ自然にあるよ。今までの配信見返してくれると。全部見返すのしんどいだろうけど実はあるんですよ。はい。なのでこれ読まれなかったなと思ったらこいつうざいって思ったんやなと思ってくれればいい。でも基本的に何を送ってくれても問題ないんで、勝手にこっちがうざいなって思うだけ。怖い。何が怖いん？どうした？突然
上水清楚だよ。清楚系萌え萌えキュン。突然の萌え萌えキュンってね。はい。キュンキュンしてる人いる。変態系でも回りくどく言ってるからセクハラ系になってない。チュチュはセクハラだ。チュチュはもういいよ。チュチュはセクハラじゃないよ。なんかチャオみたいな感じの認識だよ、その字面も。萌え萌えキュン、はいおいしくなーれってね。こっちとら朝ごはんもまだ食べとらんのだぞ、まったく。まあでもそうだね、亀さんのは回りくどいからセクハラになってない。確かにそう。キュン、目ハートにする？さっきキラキラにしちゃったわ。キュン、萌え萌えキュン萌え萌えキュンね。はいでした。キュンキュンね。チューってボビが完全に混ざってってる。ボビが喉痛。ちょっと喋りすぎたな一気に。お水を汲みましょう。見る？へえか。エチゾパラアニマルテエルディア。ちょっと待って。後で。今水を汲んでから検索かけるね。翻訳機に回します。これ普通に YouTube スタジオのコメント欄のままさ翻訳できるのが一番楽なのにね。はいおいと。あなたの一日を明るくする見るのおまじない萌え萌えキュンがね。萌え萌えキュンキュンチュッチュチュチュねえミルタンちょっと待って、カメさんが送ってくるとワンチャンローマ字説を拭いきれなかった。違うな。感動を止めるために一度死ぬ死ぬな、生きろ、まだ朝だぞ。まあ一度寝るならワンチャン許す。フィーナも寝るのでこの後多分 YouTube ライブに翻訳欲しい。いやマジそれな、ほんとそれ。てかお互いに翻訳してほしくない？勝手に翻訳する機能これ下につけてほしい。なんか配信終わった後に翻訳はつけれるけどさ、配信中のこの言葉はさ翻訳できないじゃん。だからなるべく翻訳しやすいように喋りたいなとは思ってるんだけど、なかなか難しい。なかなかなんかちゃんとねあいうえおって発音しないとこう違う単語に聞こえちゃっていることが多いなって少し思ったので、最近スペイン語字面だけでなんとなくわかるの増えてきた。いやわかる、それ若干なんて言ってるのかわかるなっていうのはある。でも全然わかんないのはわかんないよ。さっきまでのスペイン語バーのタイムあれはね全然わかんないからね、諦めて全部翻訳機に回してたけど、でもだいぶね増えてきた。あ、これあとこの単語分かればいけるんちゃうとか、だいたいこういうの言ってるよねみたいなのが分かる。素晴らしいけど分かるだけでね喋れはしないのがもどかしいもんよな。これどこ出身ですかとか聞くのですらねちょっと怪しいもん。でどんでしか言えないどこ出身で、さっきでどんでしか言えなかったちょっとアメちゃんなめを喉痛くなってきた。さすがに3時間喋り続けてたら。すごない？結構喋ってる。3時間も喋っているだなんて。カメlo importante es saber algo del idioma。イディオマ？イディオマ？イディオム？熟語か。
重要なのはある程度の言語を知っていることだ。ある程度の単語がわかること。亀さんへのアドバイスしてくれてるわ、遠藤が。グラシアス。まああと一人おはようが来たらフィーナは満足して寝ますね。ミルちゃん、テンゴモスウナチタオイ。今日も可愛いねみたいな。亀バカだから任せてわからんよ。まあ単語でね、なんかメーグスターとかさ入ってるのが分かれば分かる。今日はデートしようよ。そして暖かい気候を楽しみましょう。今日でもお昼から曇りらしいよ。さっき調べたけど。今日の天気。まあでも暑いことには変わらないのかな。曇ってはいるけど暖かい。でも昨日さ、朝活の後にめちゃめちゃ洗濯3回ぐらい回して全部乾いたんすよ。からもう洗濯するものがほぼなく、今日は暇な一日だ。暖かい気候、暑い時全然違う単語になってしまった。ミルちゃんハートガチ恋中。猫中。口をねうにするのがね難しいねこれ。ちっちゃいうの口が全然作れなくて。いけてた今。ちっちゃいうの口。口開いちゃうんだよな。口でかいんかな。そんなことないんだけどな。ははははははは。どうしたカメさん。カメさん。あ、これカメさんへのあれを調べたんか。もしかしてカメさんぶっ壊れてるけど。好機を逃さないカメ。好機を逃さないカメウケるな。カメさんがなんかしたたかなやつみたいになってる。夏来ないで。夏嫌だね。わかる。夏嫌い。夏暑い。もうすでに暑い。今ぐらいで限界値じゃない、正直。もうこれ以上暑くならなくていいよ。もう25度27度ぐらいでもうねちょうどいいから、暑さとしては。これ以上いっちゃうともうダメ。ミルちゃんとの恋の夏は来てほしい。別に夏じゃなくても恋のうんたらできるよ。恋の秋もあるし、恋の春もあるし、恋の冬もあるっしょ、きっと。いける。No te gusta 夏 Sí No me gusta 夏 Summer 夏ってなんて言うんだ。夏サマーをそのままローマ字読みするとスマーみたいな感じ。夏。全然違ったわ。ベラノだった。ベラノ。No me gusta verano. Yo solo quiero saber japonés. 見る。リング。ちょっと待ってね。リングとバラ送られてるぞ。ただ見るを惚れさせるためだけの日本語を知りたいだけなのだ。そんな日本語はないから、残念ながら。別に何を言ってもフィーナが惚れることはないから大丈夫。ガルルル、どうした疑惑行動を出してるぞカメさんが。恋の夏が一番暑くて一番長いよ。確かに夏長いもんな最近。それめっちゃ思うわ。夏めっちゃ長い。春と秋がいっちゃん短くてこう一瞬でスンっていなくなってくる。スンって。夏恋。それはあれじゃない？夏だ、海だ、なんだ。何々だーってよく言わない？わー、サウスグッドモーニング、
サウスグッドモーニング。ついに20人になりました。20人とおはよう達成。ありがとう。Gracias. Thank you. Thank you for saying good morning. Yo quiero saber japonés para visitar todo Japón. ジャピジャピ。ジャピジャピね。ジャピジャピ。日本全国を訪問するために日本語が知りたい。いいね。日本来たらちょっと教えて。動画回す。ファンと日本旅行行ってきたで動画回そう。亀さんありがとう。パチパチパチ。グラシャース。ついに3時間で20人達成。ちなみに倍やっても40人にしかならないので、ちょっと50人はしんどそうですね。あと7時間半ぐらいやらないと終わらないねこれ。A mí me gusta el invierno。ちょっとわからんかったね。遠藤のやつ調べよう。フリオなんか聞いたことあるな。冬は好き。寒い気候も好き。Me too。también。あなたの配信をとてもクールだと思っています。ありがとう。Gracias South。じゃあ Thank you South。South Where are you from？ どこの出身の人ですか？ Where do you live？ 20歳になったら亀ちゃんと結婚してイタリアに新婚旅行に。今度イタリアになったの。さっきまでハワイって言ってたやんけ。ジャパンあれ何グッドモーニング。偽物じゃん。めちゃめちゃ外国人だと思ったわサウスのこと。ジャパンかいな。衝撃的事実。皆のものをちょっと Where are you from に答えていってください。あ、20人 ?20 歳じゃない ?20 歳になったからって翻訳機出てきたけど違ったんかい。20歳20人ね。でも亀と結婚してイタリアね。そうだね。イタリアいいよね。でも今ねフランス熱高いかな。今この瞬間フランス熱が高い。フランスにしようせめて。冷たいミルタンなら何でも抱きしめてあげるよ。冷えたね。物理的な温度が冷えてるってことでしょ。精神的温度じゃなくね。確かに暑いとな人に抱きつけないよね。暑いもん。もう同じ空間にいるということが暑い。でもさフィーナの友達でさ暑いとか関係なくさ割とくっついてくるタイプの友達がいて、それしんどい。ちょっとしんどかった。フィーナねあんまりくっつかれるの好きじゃなくて、くっつくのはいいんだけど自分から行くのはいいんだけど来られるのはちょっとしんどいのと、別に友達に対してくっつきはしないのよ正直。そいつにねめちゃめちゃね一時期こう来られてて、別に嫌だとは思わないんだ。そんなね言うほど嫌じゃないんだけど、ちょっとなーみたいな、ちょっとなんか近すぎというかくっついちゃってるねみたいなそういう時あった。おすすめにできたあなたの話とてもクールだと思います。どれが出てきたんだろうおすすめで。フィーナが出してたおすすめ、それとも普通にサウスの中に出てきたおすすめの配信。雨はチャットと結婚したいのかチャットと配信したいのは結婚したいのやばすぎでしょ。何人と結婚するよ。はーい。おはようロクラ。おはようロクラで21人になりました。素晴らしい。ラシャース。はーい。
私もあなたの配信はとてもクールだな。ポピポピ。ポピポピも真似してんじゃん。カメじゃん。抱きつきチュチュー。抱きつきチュチュー。いや、抱きつきチュチュ苦手だっていう話よ。今のね、友達の話。チュチュはしないけどね。友達は別に。こう、腕とかにね、絡みついてくる感じちょっと苦手よね。友達に対してめちゃくちゃハグするよ。マジ？ハグハグチュチュみんなスキンシップ大好きやな。めっちゃ外国人女。こっちはそう。ここ外国人ばっかなんで。今日本人の方が多いのびっくりなぐらいだよ。だからサウスのことを日本人じゃないと思ったのよ。絶対外国人だと思った、正直。グッドモーニングから入ってる時点でもう外国人やろうと思っちまったわ。ごさん。亀もあなたはとてもキュートでセンシティブだと思います。どこがセンシティブ？勝手にセンシティブ配信にしないでもろて。まあ結婚はしないけど別に。結婚はしないけどもダメか。見るケチ？ソロキエレベーソフランセス。フランセスに行きたい。フランセスに旅行に行きたいみたいな感じですか？違うわ。全然違うわ。力をくれ。違う。絶対ダメかの部分違うんだ。力をくれになっちゃったよ。ダメかが。力をくれミルキーになっちゃったよ。どこの魔法少女？力をくれミルキー。やばい。フレンチキスがしたいんだ。フレンチキスしないですよ。絶対違う気がすんな。これ本当にそんな感じ？このベストフランセスでフレンチキスになるんだ。フランスのこと言ってんのかと思った。本当に。エルチュチュー。はい、チュチュー。エンドもチュチューね。はい、オッケー。ミルちゃんが美人すぎてセンシティブ判定。フレンチ味のチュー。美味しいのか？それは美味しいのか？微妙臭いな。ちなみにフレンチトースト苦手なんで。牛乳は好きなんだけどね。牛乳は好きなんだけど、フレンチトーストの食感が無理。私はただ美しい国籍が欲しいだけ。つまりミルの愛が欲しいだけ。あなたを幸せにすると約束するわ。何？なんか作詞しちゃってる？ポエム？美しい国籍ね。日本国籍が欲しいと。日本国籍ぜひ取って働いてもろって幸せですよ。ほな頑張ってくださいね。ありがとう。関西の人だったんや。ラシャース Thank you。 またね。ノスデスクリはなんだなんだろう、わからん。見つかったら逃げろ。何してんだ。青鬼でも知ってる？グラシアス。もうありがとうっていう時にありがとうとグラシアスセットになっちゃってるもんね、正直。グラシアス。ノメメタスエントゥミスモサコ。なんだポエム書いちゃったよって。一緒にするな。一緒にするな。めっちゃ言われとるぞ。一緒にするなってめっちゃ言われとるぞ。ミルを去ります。悲しい。ありがとうグラシアス。そう、ありがとうグラシアス。グラシアスありがとう。どっちかだね。ありがとうグラシアスの方が多いかも。亀に見つかったら襲われる以外にないぞ、グヘヘ。逃げろみんな。亀さんが鬼だって今。もう逃げるしかない。これは。
9時超えてんじゃん。なんだかんだ3時間以上も配信してしまっているぜ。まあまだ喋れそうだから、とりあえず飴食べ終わるまではやるわ。20人達成しました。まあ20人達成祝いだけツイートしとこう。なんだミルちゃん、グラシアス、アスタルエゴミルさん。なんか終わる流れになってない？終わる流れになってる。すごい。なんか、ありがとうございました。終わっちゃってる。終わっちゃってるよ。これサウスがいなくなっただけなのに。あら、もう行っちゃうの？行かないけどね。行かないよ、別に。終わらないよ。なんか終わる流れになってる。終わる？じゃあ。一休み。チャッと終わっちゃいや。もう別に終わるつもりじゃないの。なんか終わる流れになっちまった。美しい休息。チュチュバンダ。バンダってなんだ？バンダ何？マジで。バンダわかんなかった。何も。ミルちゃん、チュチュハート。やだー。はい。まあ、もうちょっとやるけどね。全然終わるつもりなかったんだが。まだ帰らないのか、C。まだ帰らないぞ。まだ終われない。ここまで来てまだ終われない。まあ一応マミーからの連絡もまだ来ていないので、問題なく続けましょう。ミルちゃん愛してる。グラシアス。お疲れミルタン。お休み中。お願い。ルイスバイバイするのね。ルイスバイバイ。おやすみ。バイ。ルイスだけね。ルイスだけいなくなるらしいから。ルイス寝るんだって。夢の中でまた会おう、ルイス。マジ仲いいな。夢の中で会っちゃうぐらい仲いいんか。じゃあミルもね、ちょっと混ぜてもろって。終わりじゃない？終わりじゃないよ。なんかミーアミーゴたちめちゃめちゃ終わる流れになってんな。待って、終わりじゃないよ別に。ルイスだけ寝るんかなと思って。ルイスの睡眠タイムが始まるんかと思ったけど、違った？配信が終わるかと思った？じゃあ配信何時までにするか決めるか。朝マック終わる前に攻めていかないといけないから、朝マックって何時まで？朝マックの時間調べよう。朝マック何時までかだな。これは。朝マック時間。朝マックは開店から10時半まで。もうちょっと危ういな。危うそう。朝マック。10時半だったね。私もミルタン好き。グラシアスルイス。朝マック10時半だって。もうあと1時間半後には終わっちゃう。まあでも10時半にギリ頼めばもらえはするんだもんね。10時半までに食べないといけないっていうレストラン形式ではないもんね。オッケー。なら間に合いそう。ならいける。まだ。まあじゃあ9時半までにしよう。9時半まで雑談と。9時半。9時30分。雑談。ほい。OK。カウンターは引き続き、もし来たら上げていきましょう。私も好きな告白タイム始まってる？コメント欄で。グラシアス。シク。振られた？シク。ジョタンビエン好き。ミルチ初めて言われたわ。
Gracias. Yo también. También, también. Gracias. Me gusta. Mi amigos. ミルチーチュチュ。チが多いんミルチーチュチュ。なんかでも、本当にミルキーチュチュみたいな感じで聞こえるな。What's up? Para comentario con mi familia. いいね。なんだ What's up がわかんない。What's up? 私の場合、家族や知人とのコミュニケーション大抵 WhatsApp を使ってます。WhatsApp は LINE に似てる。あ、そうなんだ。LINE ね。でも日本だけだもんね。LINE 使ってるのって。確かに。愛で神には勝てないぞ。そう張り合わなくてみんな愛大きいねって感じでいいのよ。別に。飴舐めてるの？そう、飴舐めてる。喉痛くなっちゃったから。水飲んでも収まらないぐらい喉が痛くなったので飴を舐めております。聞こえた？飴を噛みちぎる音。聞こえた？もう音鳴らないぐらいちっちゃいや。Pero LINE tiene más opciones。飴ちゃんチュチュー。飴おいしい。のど飴助かる。のど飴ないとね死んじゃう。最近ずっと喋ってると喉痛くなっちゃうね。しかし LINE にはもっと多くのオプションがある。LINE スタンプめっちゃ使うよフィーナ。何カメタンキエレスなんちゃらミルタン。張り合うな。そこの2人で愛の張り合いし始めたらなんかずっと言ってそう。ミルタンの愛のために戦いたがっている。どっちが始めた論争なのか分からんけどなそれ。チュチュね。はいはいはい。結婚前提で参加してね。隣のカメさんを応援してあげてください。そして愛し合いましょうチュチュ。どういうこと？どこに参加してカメを何のために応援するんやこれは。ミルくんおはよう。あーシェバーくんおはー。シェバーくん来たんで22になりましたね。みんな日曜日だから起きるのが遅いんかなもしかして。フィーナほど早くないね。みんなちょっと早起きしすぎたわ逆に。結婚を前提にお付き合いしてくださいって言ったの。ちょっと全然結婚を前提に参加してくださいになってたよ。翻訳むずいな。以前 LINE を持ってたけどここではあんまり人気ない。そうだよね。LINE 日本以外で全然普及してない。龍角散ではないです。食べてる飴はなんだっけこれ。ビックスのど飴シトラスミックスってやつですね。ビックス普通に食べやすいから美味しいよね。シトラスミックス好き。だから柑橘系の味が普通に好き。愛の戦士ハート。カメさんねそれ。カメさんは常に求婚するか愛で戦ってるからな。なんかこんなに平和そうな感じなのに突然戦い出すからな愛で。みかん味が好き？みかん味なんてあんまなくない？オレンジならわかるけど何みかん味って特殊すぎん？オレンジの方が圧倒的に多いでしょ。みかん味も美味しいだろうけど多分。平和な論争だね。本当だね。平和すぎる論争。誰がミルを一番愛しているかという論争ね。いいと思うよ。受け入れる。カメはチャットかミルとの結婚を望んでる。なんでいつもカメさんはチャットとの結婚を望んでる感じになってんの？みかんとオレンジ同じだよ。いや違うよ。みかんは日本にしかないもん。知らんけど。みかんって名前とオレンジって名前食べ方も違うよ。ASMR で見るコミエンド食べる食べ物。飴の ASMR しちゃったわ。
飴を噛みちぎる ASMR という特殊な感じのやつやっちゃった。ちょっと珍しい ASMR ですね。WhatsApp のサービスが停止し SMS メッセージを送るためのクレジットがないときはメッセージアプリテレグラムテレグラムってやばいやつじゃない？あ、青桜さんおはですこうみんな9時半から9時あたりから起き始めたぞ。これは9時半まで雑談にしちゃうとちょっとあれか、もしかしたらワンチャン50いく説を消してしまうか。消すか。ただの雑談にしよう。もう題名はただの雑談や。チャットのみんなと結婚でもいいんだぜ、遠藤。遠藤と結婚したがってる。まさかここでルイスから亀さんから遠藤のこの謎の三角関係的なものが生まれる。そうすると遠藤がルイスを好きじゃないとダメだね。その三角関係を完成させるには難しい。青桜さんは今日何食べましたか？朝ごはん。みんなにね、こう朝ごはんは何って聞いてたんよね。だね。三角関係だね。キャー、亀さん。エチではないやろ、別に。三角関係、なんでもアイスやん。もうポピポピ雑食すぎん？ポピポピ雑食すぎるよ。さっきから。何でも吸収しちゃってるもん。スライムみたい。亀さん。間に受けんな。今日朝ごはん食べてないっす。一緒ですね。亀さんもまだ食べてないですね。みんな日本人はまだ朝ごはんを食べていないんや。やっぱ朝早すぎたか。日曜日の朝はやはり8時ぐらいからでいいということだな。今日学習した。めっちゃ早起きしたけど。でも今日多分ね、レベゼロ終わって3時に寝て8時にやるってなったら多分もう起きてない。多分起きてない。正直。微妙に寝ちゃうと眠さがさ、こう続くじゃん。起きたくない。もうちょっと寝たいってなるじゃん。今回ね、それがなかったのはいい点だったね。多分ほぼ寝てないに近い。すごい目パッて覚めたもん。パッて。3時間寝ちゃうと多分ちょっとね、寝すぎ。今回2時間半以内だったから。よしよし、チュチュペロペロ。どうした神さん。誰に対してそれを送ってるわけ？短期睡眠の落とし穴？でも短期睡眠するなら、その微妙に長い睡眠よりガチのショートスリープがいいと思う。3時間はちょっと正直しんどい。3時間寝たら5時間7時間寝たくなっちゃう。みるちゃん、そのよしよしをフィーナに対して送ってきてたの？それびっくりやな。驚き。チュパペロ？それはチュッパチャップスや。やるなら10分とかかな。何10分って何その若干微妙な10分。私は今日あんまり寝れませんでした。あら。何故？寝つけなかったっていう意味か。こう寝る時間がなかったってことか。寝る時間が少なかったからよしよししてくれてたと。グラシアス。グラシアスです。でも今日多分1時に寝てたら起きてなかったから今日5時半に。むしろ良かったんじゃない？もう万々歳ということよ。結果オーライ。でも毎週日曜日の朝こうやって雑談するのはありやな。ちょっと今日ほど早く起きなくてもいいと思うけど、いやでもがっつり早く起きて昼寝した方がワンチャン効率いい説あるな。まあでも日曜日の朝
と土曜日の朝に朝活をマストで入れると。来週は来れないけどね。残念だね。残念だったね、ルイス。亀さん、来週は来れないんだって。よしよしバブ。ソロレコルドエソ。それは赤ちゃんですみたいなこと言ってるのかな。全然違いそう。全然違いそうだな。よしよしバブーを今思い出したの？もう一生思い出さなくて大丈夫なやつだよ。全然バブーじゃないんで。牛乳飲んでないしね、ここ最近。ミルさんは何時間ぐらい寝てるんですか？いつもはめっちゃ寝てるよ。7時間とか寝てるかな、いつもは。今日は2時間半以内だけど。バブー、チュパパを添えて。それチュパパって言うの？チュパパを添えてウケる。なんかキャビアを添えてみたいな言い方。フランス料理みたいに言うな。最近2時間か3時間しか寝てない。でもなんか学生時代ってそうなりがち。なんか高校生特にそうなりがちな感じする。フィーナもそうだったもん。高校生の時マジ3時間睡眠とかになってたと思う。3時に寝て6時何分に起きるみたいな。健康的な睡眠時間今日除く。そう、今日だけ例外。でも今日は今からワンチャン寝るので別に大丈夫。今から稼ぐ。ここから俺のターン寝るぜっつって寝る。5、6時間寝てる？まあちょっと短いぐらいじゃない？やっぱフィーナのこの7時間という数値が適正数値だと思ってるから、正直5、6時間、まあ6時間寝ればまあ許される。でも5時間だとちょっと短いなってイメージあるわ。2、3時間はアホなんだけど話にならん。高校生は体力もすごいし遊びたい欲あるから、そうそう、睡眠時間減りがちだよね。わかるわ。ゲームもしたいし勉強もしないといけないしとかっていうのを並べ立てると、結果そのくらいしか寝る時間がないっていう感じ。消去法でね、やりたいことをやっていくとそうなる。で、今フィーナの生活的には寝たいから寝るが早い。結構その寝たいから寝よっていう時間帯が早いから7時間寝れてしまう。ミルタンのためなら1時間でも10分でも5分でも、それはやばい。5分は良くないよ。健康に良くないから。まあ体力あるうちはいいかもだけど。でもカメさん部活もやってるからな。ほどほどにしてください。悪夢ではないけど悪夢に近い夢最近見る。若干名前をこう混ぜられたのかと思っちゃったわ。悪夢に近い夢？どんな夢？フィーナね、よく見てた夢がね、殺される夢と飛んでる夢。魔法使い的な感じで無重力の状態で浮いているっていうのをよくやってたわ、夢の中で。遠藤も5、6時間1日に寝る時間が。それやばいね。みんな5、6時間なんだ。違うわ、夜中の1時から5時か6時までっていうことは4時間か5時間だね。それはやばいね。寝なさすぎ。もうちょっと寝てください。睡眠トレーナーのフィーナが言ってあげますね。ミルタンが私の顔目の下のクマにやば。目の下のクマよくないよ。取ろう。健康状態を保つために。テストの時寝てないよ。テストの時寝ないの？テスト中に寝ちゃわない？大丈夫？テスト終わった後になんか死ぬほど寝るみたいな時ありそう。それはあったかもしれない。フィーナは別にテスト勉強のために寝ないっていう選択肢を取るようなタイプではなかったから、普通に寝て朝普通に起きて電車の中でガチるっていうタイプだった。フィーナね、高校の時
通学時間が1時間半ぐらい最長であって、タイミング悪かったら乗り換えがあったんだけど、その乗り換えがうまくいかないと1時間半ぐらいあって、その1時間半でガチ詰め、テストの内容それで取れちゃうんだもんな、日本のテストって。睡眠は大事。前に睡眠時間削りすぎて胃腸炎になったことあり。やば。睡眠時間の関係で胃腸炎になるんか。でもあれか、免疫力が落ちるとかっていう感じで胃腸炎になるのはあるね、多分。その胃腸炎の直接的原因ではなく、免疫とかそういう細かいところが積み重なって胃腸炎になったと。みんなね、やっぱ睡眠時間大切だよってことだね。でも最近は平均6時間だな。なんなら5、ちょっと少なめですね、やっぱ。みんな5、6あたりが多い。テストすぐ終わらせて爆睡してる。やっぱテスト中に寝てるじゃん。それは。日本のテスト？日本のね、高校生、中学生はですね、約3ヶ月に、違うわ。1年に5回テストがあるんですよ、平均的に言うと。フィーナの高校は前期後期制だったので4回しかなかったけど、日本人はテストしまくってるということだね。アジア人テストしまくりがちありそう。そういえば勉強してた時は睡眠時間が短かった。やっぱそうだよね。そうなっちゃう。2、3時間でいいね、睡眠時間が。それ良くないよ。期末1ヶ月も勉強期間がない。暗記テストなんて何になるんだろうね。暗記のキャパを増やしていくっていう作業なんだよ、これ。後々になってめちゃめちゃなんでこんなに暗記してるんだろうってよくよく考えて友達と話したことあったんだけど、やっぱりこうだよねっていうみんなでの意見一致が、その大学受験とかまでに脳のキャパを増やすっていう作業を小学校からずっとやっている。なんなら中学校からかな。中学校からの暗記っていうのは大学受験を乗り越えるためのキャパを増やすための作業でしかないみたいなっていうのに落ち着いた、友達との結論だから。キャパがもともといっぱいある人だったら勉強しなくていいよね。でフィーナは割とその傾向が強かったので、大学受験の世界史を1日で覚えるというクソみたいな勉強をしてた。塾のテストに1日の勉強時間で挑むっていうね。昨日は1時間しか寝なかったけど、今日はなんと10時間寝たから、もう目の下のクマはない。毎日それは10時間寝よう、そうなったら。あの時1週間の合計睡眠時間3時間弱とか。1週間で3時間弱ってことはもう1日4時間ちょっとぐらいってこと。大事でしょうね。脳のキャパの量っていうのは大切だよ。キャパの少ないやつはね、鳥頭って言うんだよ。寝不足で自殺したいと思わなくなった。やばすぎ。やばすぎ。でもちょっと多忙すぎてそういう思考すら至らないっていう可能性はあるかもしれない。いいことではないけどな。寝不足だから自殺したいと思わなくなったはやばいけど、普通に幸せになれとしか思わんけどさ。でもそういうところはあるやもしれないよね。副作用的な感じ。暇だからそういうことを考えちゃうみたいなのはあるかもしれない。本当にあると思う。時々友達と遅くまで携帯電話で電話していた。あるね。なんか電話切り時が分からなくて長くなりがちみたいなとこある。だから最初にさ、もう今日は何時までって決めないとだらだら続いちゃうのはあるよね。思考の領域。やばないそれ。あれでしょ、思考の領域ってさっきのやつでしょ、自殺の云々のやつ。
それ良くない。マジで。日常生活平和に生きよう。幸せにしてあげるさ。幸せになってください、勝手に。そう、幸せに、なんだろう、でもね、そう、なんかいつだか、誰の名言なのか知らないけど、幸せは目的じゃないみたいな。幸せは何かの副作用でしかないみたいな。副産物だっけな。幸せと美は何かの副産物だみたいな名言があって、ちょっと納得したんだよね。美に関してはちょっと分かんないけど、幸せに関してこう幸せになろうってなって幸せになるもんじゃないよねっていう。まあ大きな目的というか、こうなったらいいなの中に幸せになりたいなみたいなのがあるかもしんないけど、不幸せよりは幸せの方がね絶対いいから。けどなんだろう、何かをしてて楽しいな、ああ今幸せだなっていう副産物ってことだなって納得した。心配でござるよ。もうみんな心配すぎ。フィーナの健康的な生活を見習ってください。配信もせずにバカすか寝ているフィーナの生活を見習って寝てください。カメはみんなが好きすぎて愛おしい。そんなこと考える暇がない。やっぱ考える暇がないって大切。そのね、なんか死にたいなとか、なんで自分は幸せじゃないんだろうみたいなね思考回路っていうのは基本的にね、そういう思考を持つ余裕があるっていうのは一個あって、それだけじゃないよ。もちろんその辛い要因はいっぱいあるんだけど、絶対そのね脳のキャパが余ってるっていうのあるの。だから脳のキャパを埋めるべく、いらない単純作業とかいらない暗記作業で脳みそを埋めるっていうのはマジで一個ね、その思考を取り払う上でいいことだよね。だからこそやっぱこう、まあね、あんま勉強系でそれを達成できる人がいないから体を動かせって言うんよね。同時並行的に何かこう運動してるとこう足を動かさないといけないの他にいろいろ感じることがあるんよ。ただ走るだけでも、あの景色があそこまで来たわ、あそこまでは頑張ろうとか、あとちょっと息辛くなってきたなみたいな、こういうので思考がいっぱいになることにより死にたいなという思考が消え失せるっていうのはある。充実最高グ。マジ充実しか勝たん。めちゃくそ充実しとる。でも朝6時に起きるとしたら23時に寝ないと7時間寝れない。あんまり眠くない時間なの。23時、時と場合によるな。フィーナね、時と場合によっては10時に寝てる時もあるので全然寝れるっちゃ寝れるんだよね。割と寝れちゃうかもしれない。ちゃんと動いてた日だったら。こういうね、一日ダラダラしてましたみたいな、配信しかしてませんみたいな日はちょっとしんどいかもしんないけど、一応ねちゃんと動いてれば10時にこう死んだようにカカって風呂だけ入っても無理だバーってなれる。この前それやってたね。先週2回ぐらいそれやったかも。それでね、フィーナね大抵7時ぐらいに起きるので、もう10時に寝た日なんて何時間睡眠 ?9 時間睡眠ぐらいしてるって感じ？ワンチャン。亀の思考は今来週試合で、来月九州大会で、8月インターハイめちゃめちゃ忙しいな。けど8割方今みるちゃんが大好きが埋めている。今この瞬間ね、この瞬間だけ取るとその思考で埋められてるよって、いいことだね。幸せグ、素晴らしい。健康活動だねこれ。健康な朝活。そうなるとちょっとね喉がねそろそろマジの限界値にやってきそう。健活だね、健活。マジで健康活動、健活グ推し活は絶対健康に絶対いいよね。わかる。
何かに夢中になれるっていうのはね、とても健康にいいことなんだよ。それがどんなバイアスで歪んでいたとしても、それは健康にいいことなの。推し活進めていきましょう。皆さん。フィーナの最近の推し活、なんかあるかな？あんまり最近推しっていう推しがいないんだけど、まあ、とりあえずサッカーがしたいってずっと言ってる。ずっと。とんかつ美味しい。お腹すいた。マジで。亀は今大事な思考以外書き飛ばすねのをしてるから。めちゃめちゃいいじゃん、それ。めちゃめちゃ便利だね。自分の今考えたい思考以外飛ばせる脳みそめちゃめちゃ良くない？夢中になれることあんまない？今はね、あんまないな、夢中になれる。フィアンは今何してるの？フィアンでありフィーナであるから難しいな、それは。それは思考回路が一体化してるからな。変身魔術を使っただけで別人格ってわけじゃないのでね、難しいっすね。サッカーしよう。サッカーしたい。マジでサッカーしたい。ちょっとサッカーボール手に入れて、友達から借りるとこまでは OK なよ。その後なのよ。サッカーをする人がいないね、人が。まあ、誘ってんだけどさ、なんか5月忙しいとか言われて断られたよ、一人。もう一人をね、なんか既読無視してやがって、ちょっと許せないよね。既読無視許せない。まあ、あとの頼みの綱は、やっぱ、一面の東京組かな。一人山口行っちゃってるから、ちょっと絶対サッカー誘えないんだけど、まあ、あと、一面東京組にちょっと声をかけて、サッカーをやってもらうしかない。フィーナもフィアンも大好きで愛してるから待ってるね。フィアンも出す？サムネの関係上めんどくさいなと思ってさ。サムネを作るのどっちかに統一 したいというか、その、フィーナのサムネ使ったらフィアン使えないやん。それがね、ちょっとめんどくさいなっていう。特に朝活ね、使い回しができないっていう。だからめんどくさくなって、昔のサムネを使い始めたら、フィアンが出てくる。球技はたまに遊ばれちゃうので苦手。フィアンさんは誰ですか？フィーナは、この髪が長いギャルバージョンの名前がね、ミルフィーナなんですよ。ここの、服に書いてあると思うんですけど、見える？服に書いてあるの。ちょっと待って。フィーナを動かしたいっす。フィーナを動かしたい。これ。見える？これ。服に書いてんの。ミルフィーナという名前なんですけれども、このギャル体だとミルフィーナで、いつものね、ショートヘアの方。ショートヘアのバージョンはミルフィアンなんですね。ということです。どっちもサムネに出せばいいじゃないか。確かに。ワンチャンそれもあり。なんなら一緒に出すか。その発想はちょっとなかった。そもそも。ワンチャンありですね。採用いたします。そちら。キャーセンシティブ。どこがセンシティブなのよ。ちょっと上に上がっただけでしょうが。ちょっとこのフィーナの文字を見て欲しかっただけなのよ。センシティブじゃないです。座ります。今日はどっちかなってワクワクできる。ね。そういうね。確かに。なんか一応サムネの髪型に合わせた方がいいのかなと思って、サムネの髪にこれもいつも合わせてんだけど、それも気にしなくていいのか、わりかし。なんか、お前サムネで、サムネは公約マニフェストみたいな感じだと思ってるからさ、サムネにこの紙で書いてんのに、紙違うやん、みたいな。なるんかなと思って、同じ紙にしてたんだけど、気にしなくていいのか。マジか。気にしなくていい。そうか。そこあんま関係ないんやね。オッケー。ありがとう。それは新たな知見を得た。ではこれから気にせず、もうなんならいいか、フィーナの時にフィアンでもいいんじゃない？あれお前ちょっと髪短くねみたいな。いいんじゃない？フ
フィーナちゃんとギャルなのにフィアンショタで童顔だよね。フィーナの顔がね。はいはいはい。そう、顔自体はね、そんな変わってない。ちょっとメイクしたら、フィーナになるよってだけ。チラッ。チラッ。でも、いつもの姿はフィアンなので、何せフィーナを作るのめちゃめちゃ大変なんですよ。カツラかぶって、この髪用意して、顔面用意しないといけないから、何せ大変なんね。いつもはフィアンだよ。気にする必要ないと思われますぜ。気にしないことにします。ちょっと無駄に律儀にやってたわ。あんま配信者の配信見ないから、サムネのと一緒にしないといけないのかもしれないっていう公約的な自分の縛りがあった。顔面用意、そう、顔面用意必要なんですよね。お風呂入ってくる。ご飯入れてくる。いってらー、亀さん。亀さんいってらー。フィーナの配信もそろそろ終わるかもな。喉痛くなってきたからな。フィーナの画面を用意するには、まずメイクから始まります。今日はもう来れないかな。もう、フィーナも配信しないかな。今日はこの1回しか配信する予定ないので、また、明日、明後日、しあさってどこかで会えたらいいですねって感じにしとこう。亀さん来てくれてありがとう。いっぱい話して楽しかったぜ。はい。だ亀さんがいなくなるということもあり、ウィーナの喉が死にかけているということもあり、10時で終わりにしよう。マックに行きたいしね。10時で終わり。でもめちゃめちゃ長くやっちゃったな。10時まで。なんせ5時半に起きて6時から配信してるから4時間。4時間やってるよ。ビッグラブ。愛してるチュチュ。はい、チュチュ。バイバイ、カメさん。マックいいな。そう、最初ね、朝ごはん何食べた？何食べる？っていう話をしてた時に、なんか、朝マック食べようみたいな。で、ミヤミーゴたちはパンとコーヒー、パンとパン。パンとジャムみたいな、そういう感じだったの。とりあえずパンだったんでね。からパン系ね。ってなったらもうマックで全て完結するなっていう。バンズはパンだから。6時からしてたの？そうだよ、6時からしてたよ。今日フィーナ5時半起きだから。5時半起きの6時配信開始からの現在に至る。いや、早めの方がちょっと今日のねフィーナの予定的に助かるって感じだったの。早めに始めて早めに終わって、一旦寝てもう一回起きて、ちょっとマミーとの母の日買い物に行こうかなって思ってたんだけど、そもそもマミーから返信が来ないわけですよね、今日の予定の。でそうなったら、フィーナは今日一日ほぼフリーなわけ、夜まで。夜は実家に帰って大河ドラマを見るっていうマストタスクがあるんだけど、それ以外はもうフリーなわけ。そうなったらいつでも寝れるなということで10時までやってしまったよって感じ。でも今からちょっと朝ごはん食べにマックだけ行って10時半までにね、で帰ってきて寝るか、そのまま実家に行って寝るか、どっちかだね。で寝て起きたらアニメ見ないと。いっぱいおすすめアニメいっぱいね紹介されたんで、なんだっけ、怪獣8号と暁のようなも言われたでしょ。あとなんだっけな、なんちゃらの果実なんちゃらの果実っていうやつグリザリアみたいな感じの名前あったな。ちょっと検索履歴出せば後で出せるから、そこから調べようと思ってますが、アニメたくさん見ないといけないんですよ、アマプラで。
まあ、今日のフィナの予定はそんな感じ。なんちゃらの果実っていうアニメがあるんだってよ。知ってた？絶対知らないと思う。これ何年の作品なんだろう、そもそも。さっき言ってたやつ。グリザイアの果実。グリザイアの果実っていうアニメらしいですね。何年の？でも結構最近の？もしかして。わからないな。わかんないけど、2015年からこのホームページのインフォメーションが存在していることだけはわかる。グリザイアの果実っていうヤバめなアニメがあって、なんかちょっとあらすじがもうすでに面白そうだったから、1話だけアマプラで無料で見れるらしくてね、見ようかなと思っている。だって一見普通の学園だが、そこには訳ありの5人の生徒しか存在してないってやばくない？もう全然普通じゃないじゃん。どこが一般的な学園なんだよどこを取ったら普通の学園に見えるんだよ。5人しかいない時点でもう怪しさ満点やろ。もう入っていく生徒の数がおかしいじゃん、それ。校門を通り抜ける生徒の人数が異常少なすぎて。ボールビーメプレパレカフェ。あ、コーヒーを用意してきたみたいなこと言ってない？これ戻ってコーヒーを入れてきた。おい、理解してた。エンティエンド。コーヒー入れてきた。いいね。フィナは未だに水。あ、でも最初さ、水昨日の夜1リットルぐらい飲んで、まあレベ0配信終わり、あと1リットルぐらいあるわって言って飲んでたじゃん。もうね、あと200ぐらいしかないかな、だいたい。まあ今コップに入ってる分があるからもうちょっとあるだろうけど、結構この配信中に水取ってるわ。水分補給。みんなもね、適宜水分補給してください。水分補給してトイレに行って食べたいものを食べて、いなくなりたい時にいなくなっていいので気にせずね、みんな自由行動。水たくさん飲んで偉い。最近みんなね、水しか飲んでないんですよ、マジで。ありえないぐらい水飲んでる。紅茶を飲まなくなった関係でめっちゃ水飲むようになった。なんか本当はね、紅茶の茶葉とかいっぱいあるんだけど、入れるのが普通にめんどくさくてちょっと飲んでないですね。あと何よりポットがないから。今はカルピスの牛乳割り？カルピスって牛乳入れんの？それ知らなかった。カルピスの原液は水で普通に割るんだと思って。カルピスを飲まなすぎてちょっと記憶を失ったけど、そうだよね、普通水だよね。牛乳で割るの？あれ？青桜家の伝統？ちょっとミル家にはその伝統存在しなかった。すごいな。どういう味？カルピス牛乳割り酒みたいだな、カルピス牛乳割り。割りっていうとのなんかすごい酒感すごいな。カルピス牛乳。まあでもどちらも乳酸菌だ。乳酸菌？ちょっと違うか。原液を買ってきて牛乳で割るんだよ。普通は水。美味しいんでおすすめ。ボトルに書いてある。それはもうじゃあ普通に存在するレシピなんだね。ほんとだ。あったわ、カルピスの牛乳割り。てかなんかカルピスレシピ出してくれてるぞ、いろんな。初めて知った。カルピスのもみもみシャーベット美味しそう。普通にミルク感の増したカルピス。食レポ下手くそ
や、まあ仕方ない。ちょっと表現しづらそう。牛乳で割ってラッシー風。ラッシーいいじゃん。プラスレモン果汁。美味しそう。塩をちょい足し、ごくごく水分補給。プラス一つまみ。塩。すごいすごいすごい。いっぱいあるわ。リンゴ酢割りとか。カルピスの紫スムージーって何で割ってんだこれは。割ってるわけじゃなくて、ブルーベリーとバナナをミキサーで入れてるんだ。ラッシーは確かに近いかもしれない。牛乳割りは牛乳割りで別で存在してたよ。カルピスの豆乳&ヨーグルトドリンク。牛乳にヨーグルト、カルピス希釈用を入れてグラスに注ぐ。それだけでいいんだ。ヨーグルトドリンクってどんな感じなのよ。まあでも飲むヨーグルトみたいな感じに近いのかな。でも豆乳で割るのか。ちょっとカルピスいろんなメニュー作れるのおもろいな、これ。ちょっと普通にこれ試してみたいかも、いろいろ。カルピス普通の水割りでしか飲んだことなかった。正直。新たな発見。カルピストマトジュース割りあるよ、だって。美味しいのトマトジュース割りはちょっとわかんないな。ちょっとイメージが全然わかない。これ美味しそうじゃん。カルピスのジンジャーアイスティー。ジンジャーアイスティーうまそう。紅茶ティーパック1個、生姜汁、カルピス、氷、熱湯。ジンジャーアイスティーってことは紅茶と混ぜるとかでもありってことだもんね。なるほど。遠藤たちの世界線にカルピスって存在する？ Do you know カルピス？知ってる？カルピス。でもトマトパスタとかに生クリーム入れたりするから合わなくはないのかな。そうだよね。そういう乳製品だと思ったら別に合わなくないんだよね、実はカルピス。なんかカルピス原液だとすごい甘いイメージだけがこう頭にあるからちょっとって思っちゃうけど、割と変ではない。ちなみにクッキングの方だとカレーにカルピス、クリームチーズカルピス。クリームチーズカルピスよくないかこれ。クリームチーズ常温とクラッカーとカルピス。クリームチーズをボウルに入れてカルピス少しずつ入れながら混ぜる。冷蔵庫で冷やして完成。ありだよね。どういうクリームチーズを使うかによるかもしんないけど絶対合う。クリームチーズカルピスはもううまい。それな、もう絶対美味しい。このクリームチーズクラッカーが普通に好きなんだよね。あとはね、カルピスでポテトサラダ、カルピスでフライドチキン、爽やかお稲荷さん、いろいろあるよ。すごいな。ちょっと買ってこようかなって思っちゃうね、本当に。ちょっとちょっと作ってる動画出そうかな。カルピスめっちゃやってみたみたいなミルチャレで出すか、これは。ワンチャンありだぞ。ね、カルピスの作れるデザートいっぱいあるよ。もう、なんだろう。どのレシピより一番あるデザートが。ミルクゼリー。まあでも爽やかになるのかな、ちょっと。知ってるんだ、カルピス。生チョコにカルピス入れると爽やかになる。ちょっと爽やかになるのね、食べ物に入れると。普通にもみもみシャーベット食べたい、これ。これ絶対あれじゃんね。白クマみたいな感じだよね。いいな、これ。これやりたいな。カルピスで初恋マシュマロ。なんやそれ。マシュマロって作れるんだ。マシュマロ全然好きじゃないから全然いらないけど、
おもろ。さくらんぼのカルピス漬け。背徳的カルピスにさくらんぼつけるのちょっと背徳感すごない？ただでさえさくらんぼがちょっとレアって感じするのに。ブラックチェリーとかならさ、まだよく売ってるっていうか、まあ安いよねって思うけど、さくらんぼですげえな。背徳的だ。ちょっとピーナにはまだ早い、これは。へえ。まあちょっとデザートで試すならシャーベットだな。飲み物でやるなら、まあ、牛乳割りの次にジンジャーアイスティーやりたいな。クッキングはクリームチーズマストで。つけた後のカルピス美味しそう。確かにどっちも美味しい。二度美味しいねこれ。カルピスも美味しいし、このメニューはね一応そのさくらんぼの方を食べるって感じみたいだから、で冷凍で凍らせるんだってよ、さくらんぼを。でシャクってする感じなのね多分。まあ、ほぼアイスなんだろうなきっと。カルピス漬けちょっといいじゃん。カルピス新たな発見だった。突然の新境地ありがとう青魚さん。まさかの。もう想像で美味しい。それ美味しいものとね、美味しいものでかけてるからね、基本美味しくなる。素晴らしい。ちょっと帰りに買ってこないとだね。いや、いい感じにカルピスの話で終われそう。ありがとうございます。10時までの雑談あと4分で終わりですので、皆さん長々とお付き合いありがとうございました。おはよう人数はね、多分23。ちょっと途中からもしかしたら数えてない可能性もあったかもしれないんだけど、ちゃんと数えてたと思いたい。多分23。23人とおはよう4時間で言うことができました。ありがとうございました。ね、いいねの数は27なので、ちょっと4人ほど差額があるんですけどまあ見ないでね、多分高評価を押してくれた方々なんだろうと期待しておく。いつもそういう人もありがとう。見てくれて。ということで今日の配信は危ない押してなかったいやじゃあ、もっと差額が増えるなこっちのおはようの方が人数が少ないんだよね。Es muy bueno、とても良かったみたいな。ベリーグッド、非常に良い、グラシアス。また今日はもうね配信できないので、言った通りの予定なので、明日の夜か火曜日の朝だね。縦型の高評価を押すまでの工程が多くて忘れかける。確かにだから多分ね、高評価を押してくれてる人はね、見ずに押してる可能性の方が高いよね。お疲れミルタン、ルイスいたんか。ルイスありがとう、見てくれて。またね。お休み中お願い。はい、お休み中。はい皆さん、ミヤミーゴたちは良い夢を見てください。日本人のみんなはこれから日曜日の楽しんで、フィーナもちょっとマック食べて楽しんできます。お疲れ様でした。ありがとうございました。4時間お付き合いいただきみんなありがとう。Have a nice day. Thank you. Oh, bueno mil. descansa. チューチュー。ありがとう。ペロペロ。やばいコメント読んでしまったわ。Gracias. Gracias por venir a verme. Bye. Adiós.